邪魔します。インテリアとかにすごいこだわってるのに、ここだけやっぱごちゃっとしてるのは、改めてこれ見てどう思いました？この量、はい。まあ私服より少ないでしょ。アクセサリーがすごいあっちこっちにあるから、エルメスの外箱がいっぱいですが、使用頻度はなし。昔のガラケーが。捨て方がわかんない。怖いんですよこれ。これどうやって処分したらいいんですかね。あ、レコーダーですね。やりましょうか今。嬉しい、よかった。まあちょっと56歳になったばかりのなおさんなんですけども。物が多いとやっぱりその管理にね時間かかるから、でもこれしないともっと時間を奪われると思って。そうだからなおさんどっちかというと捨てずにいかに整理収納してくるかってことに今まで多分時間を割いて全出し全出します。気が遠くなっちゃった。その気が遠くなることをやらないと一生終わらないので、はい、ほっとうおすごいですよ。4時間ぐらいかけて本をこんだけ減らしました。これいらないです。はい、じゃないですね。お塩を巻いてます。ここ全部開きました。これ全部から待って、エルメスの空箱はちゃんと6.300円。すみません、売りに行ってしまいました。遅刻が多いんですよ、正直言うと。まあ忙しいのはわかるんですけど、よく言ってるのがこう片付けをしないから時間が生まれないっていう風に辛かってる人って、いや私は把握できてるって言うんだけど、その把握するためにエネルギー使うこと自体がもったいなかったりするから。私聞いて掃除してるから。なおさんのお母さんが来ました。私好きなもの。好きなものがいっぱいあるのはいいんですけど、本当に大事にしてるのかなっていうのはちょいちょい感じてしまう。この白い箱の範囲に絞りましょうか。すごい可愛い防水コーナーができた。これジモティーに出品します。レッツゴーレッツゴー。こんにちは。いや、あら、どうですか？こんなに広いとこだったのね。美しい。7回にわたる物減らし、お疲れ様です。お疲れ様でございます。ということで今日も物を減らしていくんですけども、過去一長いです。今回7回片付けに行っていて、動画時間も2時間超えてると思うんですけども、今までの視聴者さんお片付け企画では基本2日か長くても3日で、まとめて一気に短期集中で減らすっていうコンセプトでやってきたんですね。で捨てられない人の共通点っていうのは長期でダラダラやりがちっていうのがあって、例えばもう5年10年ずっと片付け終わってませんとか、1日1個少しずつ捨ててますみたいな人がすごい多いから、もう土日の2日連続とか、ゴールデンウィークの連休とかでもいいんですけど、短期集中でまとまった時間で減らそうっていうのを僕はずっと言っていたんですね。で今回お邪魔したのはなおさんのご家庭です。実は前回にも動画出ていて、すごいお美しい。ここは綺麗だけど、そっちに物が雪崩が起きそう。うわー、もうなんかこれ見ただけで疲れが出る。物が多いとやっぱり物の管理に時間を取られる。こんだけ片付けたりするのも物が多いからだと思って。多いですか？多いですね。ダントツ多いです。割とぎゅうぎゅうに収納が多くて、なんとか、このハンガー見てびっくりしましたよね。ハンガーだけで6、7万ぐらいかかってると思う。服の数ちょっと数えます。183、184、210着。こんなに紙袋持ってる人人生で初めて。まあときめく。これだって物置のために家賃払ってるみたいな感じですもんね。そうなんですよ。その時は2日かけてようやくクローゼット、服だけが減らし終わって、で物置部屋とかが片付いてないっていう状況で、今回はその3回目以降の撮影なんですけども、なおさんですね、性格的にもまず捨てられませんと。結構物に対してすごい愛着感じるし、で一人暮らしの割にはすごい家が広くて、で僕の動画に出てくれた中で一番年齢が高い56歳ということで、やっぱ人間年齢重ねるにつれて体力も落ちてきて、で片付けってね、やっぱり物を移動させて分解させてっていうのはすごい体力使うから、でそれで片付けると疲れるしなっていうので後回しにしてしまってとか、やっぱ年齢重ねるにつれて捨てづらくなるっていう、いろんな要素がもうあって、過去一捨てられない人っていうのがなおさんなんですけども、そういう人に対してちょっと僕のね教え方もすごい甘かったなとか、ちょっと時間配分もね取り方良くなかったなと、お互い忙しいからって言って普段はだいたい8時間くらい取って片付けるのに、2、3時間小刻みで、家も近いからちょっと隙間時間で手伝います協力しますみたいな、ちょっとねいろいろ教え方もペース配分もちょっと僕甘かったなっていうのを反省してるっていう点で、はい。とはいえなおさんめちゃくちゃ頑張ってくれて、最後めちゃくちゃすっきりしてます。僕も感動したくらいですね。捨てられない人も頑張ればここまで変わるんだと思いながら、ぜひ皆さんも励みにしてこの動画見てくださればと思います。ということでどうぞ。こんにちは。お邪魔します。3日目もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにもう早速そこを片付けてますね。素晴らしい。そうですね。僕がいない間も多分片付けないと終わらないのでよろしくお願いします。
はい、ということで、今から片付けていくんですけど、その前のルームツアー、片付ける前のルームツアー撮っていくんですけど、すでに僕がもう2回片付けてて、で、僕がいない間も片付けてるっていうところで、ちょっと改めてもう一回簡単に片付け前のルームツアーします。玄関がこんな感じ。あ、なんか紙袋の山がまたちょっとできてますね。よく見ると。これちなみに何が置いてます？毎日使ってるああ、はい。靴を入れるものと、仕事場に持っていくみたいな。そうですね、これ仕事場にちょっと持っていくもの。ああ、じゃあ後ほど消えるって感じか。はい、後ほど消えます。靴箱もう一回見ていいですか？この辺り片付けましたもんね、前回。そうですね。はい。一応多いけど、多いけど、前回はみ出てたんでね。一旦減らしてギリ収まってるっていだいうぶ本当に減らしたんです。ですもんね。はい。向こうにあったものも入れられたんで、クローゼットの中に入ってあった靴もこっちにそうですね。入れました。で、前回減らして、そのままそっち、ここに水回りが。で、こっちに行くと、この辺りは綺麗なリビング。結構広めですね。生活圏内は整理されてるって感じかな。そんな足の踏み場もなくてとか、物だらけでとか。っていう感じはないので、一応この辺りは整理整頓されているけども、こっちに物置部屋があって、ここが今はみ出ちゃってるっていう。この物置部屋に物があるから、ここが綺麗になっているけど、ここが片付いてないっていうので、今回はこの物置部屋を片付けていきます。ちなみにクローゼットがここにそのまんまあるんですけど、どうですか？クローゼットすごく快適です。前回これと同じクローゼットがもう一個別の部屋に2つあって、1個のクローゼットをここに1個にまとめて、これでもね、多分ミニマリスト興味ある人からするとめちゃくちゃ多いやんって感じはすると思うんですけど、これの2倍ぐらいあったのをここに、そうですね、半分ぐらいには減らしてるんで、っていう感じで、今回はこっちですね。ここを重点的に片付けていきます。動画の途中なんですが、支部からのお知らせがあります。片付け動画をもっと見たいという方に、YouTube では公開してない LINE 限定の片付け動画を作りました。表では見せられないからこそ、こんなものまで残してるの、こんなものまで手放すのみたいな、ちょっとより生々しい片付け動画になってるので、ぜひ他にも物減らしコーチングを終えた方との対談動画であったりとか、ミニマリスト支部と1対1でズームできる無料相談会とか、あとは物を手放す時に迷ったら見てほしい手放す基準チェックシートも作ったので、ぜひこちら無料で受け取れます。概要欄の URL から QR コードからぜひチェックしてみてください。では動画が続きます。どうぞ。早速じゃあこの物置部屋減らしていくんですけど、どういう順番で減らしていくかですね。前回は2日間かけてクローゼット服を減らしたので、どの動画でもこの順番で片付けてるっていう順番があって、まず明らかなゴミで服、で次が紙の本、で次が書類、で次が日用品、次が家具家電、最後が思い出の品っていうこの順番でやってて、この中でも明らかなゴミってありますかね？多分ね、書類が多いのかな。紙の本と書類が。そうですね、ちょっと書類は多いんですね。そうなんです。これどういう順番かっていうと、捨てやすくてかつ効果が出やすい順ですね。明らかなゴミはもう誰でも捨てれると。服もそうなんです。服も結構ね、みんな溜め込みがち。春夏秋冬で買いがちで、結構服クローゼットパンパンって人が多くて、服って結構捨てやすいじゃないですか。ゴミ袋に包むのも布だから簡単だし、売りに行くにしてもそんな重くないから売りに行くのも簡単で、かつ服って捨てた瞬間からクローゼットが綺麗になるから、次の日の身支度もすごい、どの服がどこにあってとか効果実感しやすいです、だから服から減らして、で次が紙の本なんですよね。紙の本も捨てやすくて効果が出やすいですね。最悪本って捨てても買い戻し効くじゃないですか。値段もそんな高いものではない、1冊言うて1000円ぐらい。別に最悪売るのも簡単だし、売れば数百円返ってくるし、最悪手放した後また読みたいってなっても、古本屋とか行って買えば数百円で買い戻せるから、だから紙の本っていうのは手放しやすいし、効果も実感しやすい。あとね、結構体積取るんですよね。こんな感じで積もり積もるとめっちゃ体積取ると。縦に長かったりとか、分厚かったりとか、ちりつもで結構な体積取るんで、紙の本から減らすのをお勧めしてますね。なので今回は、明らかなゴミも一応見つつ探すけど、一旦ここ行きましょうか。ここはもう全部いる本ですか？決してそんなことはないと思うんですけど、リアクション的にもう減らせないんだけどみたいな。こんだけあるけど全部読んでます？全部は読んでないですね。で言うと積んどくみたいな本、どういう本が多いですか？ここに残してるって。雑誌が多いなっていう感じですよね。2020年、4年前くらいの本なんですけど、これ取っとしたんですか？見ていいんですか？はい。これ最後に読み返してもいつですか？今です。
じゃあ今の前は今の前はもう知りません。そんな感わかじですりません。まあどっちかコレクションにとってるみたいな感じですもんね、この辺り多分使ってるかどうかっていうよりももうコレクションのジャンルじゃないですか。で僕ねおすすめはキャパを決める。僕で言うとなんか無印良品のポリプロピレンの書類ファイルがあるんですけど、そこに収まる量までしか持たないとか僕は読み終わったらもうすぐ売りに行くとかしてるんですよ。はい。まあ、そもそも電子書籍で買おうとかしてるんだけど、はい。大前提紙の本に関しては紙で読みたいんだったら取っていいけど、例えば読んだらすぐ売るとか、もう紙の本残していいのはここまでみたいに決めちゃう。これ全部残していいよってやっちゃうと結構部屋のスペース取ってるし、まあ、管理もちょっと行き届いてない感がちょいちょいあると思うんですよね。そうですね。埃かぶってる本とかあるから、はいはい、例えばこれを半分にするとか3段までにするとか、半分なんかどこまで減らしたいとかあります？その目標は自分の中ではなかったけど、ないですよね。減らせるものは減らしたいですね。まあ、ただこれ多分一冊一冊こうやって見てると多分永遠に終わんないですよね。そう見ないとできないかも。表紙だけ見て捨てれないって感じですかね。そうですね。なおさんって服が好きとかあるじゃないですか、はい、趣味、はい、だからクローゼットは割と服が多いとか、はいはい、趣味はあると思うんですけど、本読書ってめちゃくちゃ好きですか？嫌いではなくて、そして特に雑誌が好きなんですね。雑誌に非常に思い入れがありまして、はい、変ですよね。じゃあ、いやもう本当に変。紙袋が好きとか。そういや紙袋が好きと思ってなかったけど、こんなに紙袋持ってる人人生で初めて。ああ、ときめく。はい、紙袋の思いを馳せれる私だったっていうのに気づきました。別に趣味だったらいいんですよ。例えば僕もゲームが好きとかはあるから、ゲーム機は撮ったりするじゃないですかとか、映画見るのが好きだからプロジェクターを撮ってるとか、全部捨てなくてもいいんですけど、やっぱりこれを残すっていうのを決めた上で他は削ぎ落とすっていうような考え方をしないといけなくて、服が本当に人生にとって大事なものだから残してるとか、まあ、本もそんな感じ好きだったらいいんですけど、このペースだと遅いかな。このペースだと終わらない、まあ別に終わらなくはないんですけど、時間はめちゃくちゃかかるし、でも見ないと納得がしたい当然と思ってる。これ多分そのままだったら多分とっても後悔しちゃうような気がして、なんで一旦確認はしてもらって、上の外箱もう一回捨てますこれ。上もうちょっとだけ減らしたんです。紙の本から行こうと思ってたけど、明らかなゴミがまだちょいちょいありそうなので先にそっち行きます。難関なんだな。消耗品のストックとか紙の本とか、あと外箱がまだ上にもあったりして、ちょっと紙の本が思ったより時間かかりそうなんで、そこら辺行きます。こういう自分の身長より高いところにこういうものがあるのも危ない。それは災害の点でもそうだし、取り出しづらいですし。これお花。お花。ちなみになんでお花ってここにあるんですか？そうですよね。前は飾ってたんですけど、色があせたら嫌だなと思って。で、ここに保温したんだ。なんか好きならこれ、飾ります。飾った方がいいですよね。はい。あとゴミ袋ちょっと持ってきましょうか、このタイミングで。ゴミ袋。はい。ロエベの箱できました。出てきた。女の子はロエベの箱取りがちなんですよ。なんかこれ可愛いから棚の上に置いて飾ってる人とかよく見ますけど、空ですもんね。保証も切れてますねこれ。てか、2016年に買ってるんですよこれ。2016年9月18日っていうのが書いてあって、保証期限2年だから6年切れてますね。泣く。これもですね。それはリップ入れにする。これリップ入れボロボロになったら使うんで。今リップ入れ何使ってます？持ってきますか？これって別に物置にあって今パッと出てきて使い道考えたじゃないですか。捨てる時みんなクリエイティブになる。パジャマにしようかなとか、リップ入れにしようかなとか、今まで使ってなかったくせに。クリエイティブになる。そうです。捨てない言い訳をみんなめっちゃ考えるんですよ。今使ってるリップ入れ持ってきたんです。それともう家帰っちゃって古いの捨てるとか。いやまた別のポーチに仕分けに使いたいです。使いたいんだったら入れ替えて古いのは捨てるってふうにしないとダメですね。だって今までこれ使いたい。そう使いたい。可愛い使いたいです。けどじゃあ今変えましょうかそれと。いやだってこれも使ってるんでボロくなってなんかあとこれ他に入れ物があるんでこれを入れます。でももうここ何年もずっと多分それ出てくるんですよ。何年も使ってないくせに見た瞬間に使いたいって絶対これ許すと多分ね、歯止め効かないんですよね。歯止めが効かない。でも大丈夫です。これの積み重ねで今この部屋ができてるから。だいぶこれでも捨てられて。まあやるんだったら古いものと入れ替えるとか。帽子がここにも帽子あるんだ。こんな物置にずっとぎゅうぎゅう詰めにしてるから。この箱は大丈夫です。はい。辛いけど減らしたい気持ちもあるじゃないですか。そうですね。減らしたいんですけど。
うんうん。辛いな。画面の手拭いだけ残しましょうか。可愛いな。でも可愛いっていう割には物置の奥にぎゅうぎゅうにやってるから本当に大事だったら撮っていいけど写真撮ってするとか。これはいらないかもですね。そう飯丸くん見たことある福岡のお米ですよね。そうこれですね。これはじゃあいらない。はい。はいなぜ飯丸くん、これなんか雑巾できそうだな。そういう感じで雑巾にしようかなパジャマにしようかなは大体 NG ですね。みんなそれで絶対してないんでこうクローゼット捨てたじゃないですか。あそこから捨ててなんか後悔したものありました？あれから多分もう12ヶ月経ってます。3点ぐらいあって、はい1回こう下に行って取り戻そうと思ったらなかったとかって言ったでしょ。はいでもね、3点の中の2点まで思い出せるんです、はいですよ。ということはあと1点はもういらなかったのかなと思って、2点だけ心残り。でもそれ2点だけがすごく頭にある。ちなみにそれって買い戻したりします？できない。なるほど。例えばでもそれってなんか写真撮ったりとかでも僕の動画にもういいかなと思ってます。ですよね。そうなんですよ。もういいかなと思って。でも後悔その時は洋服に関してはそんなに死ぬまで後悔するみたいなそういうレベルのものじゃなかったですよね。なんかあげたら喜ばれたそうそうですね。それって別に奈緒さん自身が困ってることなんじゃないですか。でもなんか心境の困り。心境的まあでもそうですよね。私が困ってるわけではありません。だからそうなんですよね。思い出ですね、やっぱりね。ですよね。これ明らかに捨てない。これすいません。これ難関なんですよ。ここ来るかと思って、これ本の方がまだあれでしたね。難関。じゃあそれは一旦後回しにしましょう。じゃあもう時間かかるから。時間かかりそうなんで、時間かかるのは一旦後。はい、難関。これから全部難関があるような気がする。その上の他のやついきましょうか。この辺全部難関ゾーンですね。じゃあ難関でもいいですよ。一旦取り出しましょうか。やっぱそこにあるのおかしい。本棚の上にあると圧迫感すごいから。これ靴。まだ靴あるんだ。あるんだな、そういうのが。これでもいいですよ。その本棚の上に置いとくと見栄えも良くないし危ないから一旦全部置いときます。この2つ空箱じゃないですか。必要ですか？はい。これだけ取ってたんで。どういう用途で使いたいとか、もう純粋にコレクションとして。純粋に取っておきたい。2つだけ。あともう全部捨てたんで。前回減らしましょうね。なんかじゃあここに収納したりします？ CD とか何でもいいですけど。収納した方がいいです。単純なコレクションですもんね、これ。スペース的にちょっと無駄遣いしちゃってるなっていう感じは。これとかどうですか？ここに昔のガラケーがあります。捨て方がわかんない。怖いんですよ、これ。どうやって捨てたらいいんですか？これバッテリー入ってるんで回収、さっき箱が見ました？あそこに持っていくだけですね。このまま捨てれるんだ。回収ボックスに。このまま持ってったら。よかった。なのでまだ全然ここは明らかにいらないゴミみたいなのがまだ全然眠ってると思うんで、そういったものから減らします。整理収納アドバイスの勉強した時に、明らかに捨て方がわからないものが捨てれないっていうのがあって、これそうだなと思った。要は捨てれない原因っていうのはよくあるのが売れるから譲れるからもったいないからとか人それぞれある中で捨て方がわからないっていう単純なスマホ類とかバッテリーが入ってるから、一番いいのはなんかもう多少値段がつくんだったらリサイクルショップ的なとこ持っていくとジャンク品でも100円とかつくけどさっきあれもう何十年も前の捨てたかったんですけど、あれはもうさすがに値段もつかないなんだろう昔のガラケーとかだからもうあれはゴミで捨てるしかなくて自分のここだったら北九州市、ゴミ捨て方例えば携帯捨て方とか、自分の住んでるエリア捨てたいもの捨て方って言ったら大体出てくるので燃えるゴミで捨てていいよとか回収ボックス持ってるとかそういう調べると多分そこ解決できるから捨てる時に引っかかるものっていろいろあるんですよ。メルカリで売れそうだから捨てたのとかだったらメルカリで調べて大した値段がつかないなとかあんまりこれソールドアウトになってないかとかなんか自分で納得できるようになれば多分捨てれると思うんで都度多分分からないことがあったら調べるっていうのがいいですね。こんな感じでこれどうでしょうか？そうですね。これはじゃあやっててやつ。多分ここに置いてなんか物を置こうと思ってたんですよね。おそらく。すっごい奥から出てきたこの謎の昔の古いガラケーの充電ケーブルとかですよね多分これ。ここも多分もう全捨てでいいくらい何もなさそうな気がします。使ってます今これ？使ってます。一つ基準はバッテリーが入ってそうなものに関してはさっき言った携帯みたいなそういうのが良くないです。
そういうのは多分ちゃんと回収ボックス持っていかないといけないけど、こういうのって電源供給するだけだからバッテリー入ってないんですよね。ここら辺は捨てるいいかな。で今こうしたらこう丸ごと開いたから、これいらなくないですか？じゃあいらないです。いいですね。けどこれは粗大ゴミだから粗大ゴミね。これちょっともう結構ボロい。なんかジモティーとかに出してとかでもない。いやもう全然粗大ゴミ出せるんだったら出したいです。ちょっとこんな感じで錆びてる部分もあったりで、これはちょっと粗大ゴミ行きかな。ここが丸々開きましたね。一旦休憩しましょうか。いいですか？はい。まあ少しずつ床が床が少し開いずつですね。てきてますね。まずパッと減らせそうなものからどんどんそういうのとか外箱ね。さよならゴヤルちゃん。あ、大物がある。これ捨てていいや。お、大物汚い、は汚い。シュレッダー。シュレッダーか。はい、これ大物いきま確す。かに。じゃあこれはもう使わないですね。もうちょっと悪くなってるんで、うちの妹が置いてってくれたやつで、あ、なるほど。私が買ったわけではなく、妹さんが勝手に置いてたみたいな。懐かしのあり iPod。これもいらないですね。これあいるんだこれだけ取っとここれなんでいるんですか？う。思い出なんで。あと、はい捨てます。あ、まあ、了解です。そうですね、今回なので思い出のものは多分いっぱい出てくると思うんですよ、こういう風に。まあ基本的に外箱とかもそうじゃないですか。まあ思い出のもの全部は捨てるとは言わないんですけど、これしかりやっぱりキャパを決めないとダメです。思い出のものとかに関しては、これ捨てます。はい、箱1個丸ごとこれ思い出のものボックスみたいに作ってもらって、はい、その範囲内に残すとか、はい、その制限内だったら残していいし、逆にはみ出るんだったら写真撮って捨てるなり、優先順位が高いものだけ思い出のものに残してもらう。でやっぱりこういうの思い出のものだからって言って無限に残してると結局こんな風に物置部屋ができちゃったりとか、多いせいで見直さないんですよ。はい、今もほらなんかこんなところにあったんだみたいなのあったじゃないですか。それってこの間外箱があったから、そうです、思い出のものがそういう外箱っていうまあガラクタで埋もれちゃってるから気づけないみたいなことになるから、まあ、自分が管理できる量の思い出ボックスで管理してもらえて、例えばこの外箱とかじゃあ使います？もうこのエルメスの外箱でかいじゃないですか。これを使う。これの中に収まる量は取っていいみたいなキャパを決めてもらいたくて。この箱じゃなくてもいいです。あ、じゃなくてもいいですよ。なんか他にあるんだったらこれくらいだったら管理しそうみたいなものあります？今決める。今決めましょうか。多分思い出のもの結構出てくるから、これとかいります？これね、これ金継ぎしたいんです。はい、すごいのできた。これ金継ぎしたくて。こういう感じで割れてる陶器があって、これ大事だからリペアしたいみたいな感じなんですかね。そうなんです。リペアいつ行きます？リペア今週聞いてみます。その人がしてくれるかどうか。っていう感じで、じゃあこれは宿題。はい、これは3期まで使ってて愛着があるな。ちょっと考えていいですか？はい。でもこれもジモティーに持って行ってもらえばよかった。まあ、これちょっとさすがに状態悪いからジモティーでも怪しいけどこの箱いります？これ全部絵の箱なんですよ。外箱で空箱ですけど、絵の箱は取っといてって言われたんですよね。けどなくても最悪なんか引っ越す時って布とかで巻くの、まあ、プチプチ買って梱包するとかでも絶対これいらないっすよ。今後アートを売る予定とか譲る予定があるんですかね。売るとかじゃなくて、なんか持っていく時とか。何に持っていくんですか？私アートの展示？店舗の方に持って行ったりの時に、みんなそうやって持って行ってるんですよ。で、捨てていいですかって言ったら、いや取っといてくださいって言われて、はっきり邪魔なんですよ。ですよね。とっても。絶対プチプチ良くないですか？別に持っていく保護するためだけですもんね。展示したりしないですもんね。これは展示はしない。僕だったら仮にアート買っても絶対箱捨てますね。絶対他のもので代用できるもん。そこは任せますけど、一旦これは大丈夫ですかね、この2つは。この2つだけ捨てようかな。邪魔だもんね。それは要検討っていう感じで、どんどんとにかくもう捨てれるものから優先。思い出系とか時間かかるのは後回し。言いますか？素敵だなと思ってちょっと眺めてるって。捨てるけどちょっとしばし眺めて。はい。そんな感じで納得がいったらしましょう。ちょっと俺も若干ほこりが。ですよね、ここ。ようやく大丈夫。僕は点鼻薬。今。アレルギー用の点鼻薬を常備してるんですよ。片付けの時は。かといってマスクすると声がこもるから。すごい写真出てきたな。恥ずかしい感じですね。昔の写真。私の写真なので見ないでください。あと内側にしておきますね。内側に。だいぶ内側ね。うわ、懐かしいこれ。ちょっと待って。無印良品のポリプロピレンのファイルボックス、これ多分相当前のですね。このデザインがこんな感じのデザインじゃないから結構昔な気がします。これは。って感じで収納が開いたんで、これも減らしちゃいます。さようなら。っていう感じで、またゴミ袋が2袋分開いて、でちょっとこういうまだ判断に迷う思い出系は1箱開いて、これは一旦また後回して OK。これなんだ？照明の箱です。これ捨てられない理由は？
どうしようかな。なんか直近で売る予定とかあります？かな。でもわかんない。今使ってます。売る時いると思います？いや、なくても売れます絶対。本当？箱がなくて売れないことはなくても、なんか付属品とかがあれば。売る時になんか箱ありますかとかってよく言われるけど。いや、絶対なくてもなくても売れます。本当に？なくてなんか何千円何万円引きみたいなの絶対ないですね。なるほど。まあ多少は値引きされますけど、多少の値引きのためにこれをもうずっとこれから数年先残し続けるのかっていう話ですね。ちょっと迷っていいですか？まあ迷ったら捨てるっていうのが一応鉄則で言ってますけど。これどうなるんですか？なんか殺風景なんだけど。まあ殺風景とは言ってますけど、まず数減らさないとこういうもろもろとか、とにかく減らしきった後にこういうのとか収納していくってことですかね。そうですとか、はい。とにかくギチギチなんで、そういうインテリア云々考える前にこことかもそうですけど、使おうとしたらこういうラックとかじゃないですか。ただ大前提もうちょっと今まだ物が多い状態なんで、スペース作んないと。減らす段階ってこと？まだ減らす段階ですね、全然。じゃあある程度床は空いたんで、まあしばらく今後ここに来ても、仮にゲストルームで布団寝かせるとか、最低限人が生活できるくらいのスペースは一旦空いたかなと思うんですけど、その上で紙の本行きます。ここだいぶ開けれたら結構いろんなものをこっちに収納できたりするんで、丸々捨てたら今ここが開いたんですよ、上。開いたから、さっき話してたプリンターの置き場がないって話をしたと思うんですけど、この調子でどんどん物減らしていけば、物の住所がないみたいなものがありますけど、多分この上とかその中とか置ける場所がどんどん増えてくるんで、この調子でとにかく今はもうインテリア云々考えると先に数減らす段階ですかね。はい。キャリーケースも出してた方がいいですか？しまいたいんですけど、私としては。そうですね。今もう結構スペースできたんでダメかな。いやちょっとまだ置き場所ないですねこれ。前は置いてたんですよ。けどそうすると服が丈があるじゃないですか。奥がスペースがあるんですよ。ダメかな。絶対入んないです。高さが明らかに足りてない。こんな感じになっちゃうんですよね。この奥に入れたいな。じゃあそうなんですよ。なんかまた減らした時にでも。そうなんですよ。一旦こう減らさないと入らないから。前は無理やり入れてたんですよね。そうそうそう。あとこの照明はいります？いらない。いらないんだ。これどこのと思いますか？いいブランドなんですかこれ？いや、いいブランドではないけど。僕知ってますかね？知ってます。無印ですかもしかして？そうなんだ。じゃあこれ多分ジモティー出したらすぐ引き取ってくれますよ。ちゃんと電気つきます今？つくと思います。ちょっと動くのかちゃんと確認しました。本当だ。いらないのであればもうジモティー出品しましょう今。はい。あと暗くした状態で撮ってもいいと思いますね。雰囲気がわかるように。はい。で無印良品スタンドライトみたいな感じの名前にして0円にしたら絶対すぐ来ますね。という感じで今日の成果物ですね。一応ゴミ袋が12345678910袋と、そしてあとジモティで出品した机とテーブルとスタンドライトと、あと一部ボロボロの粗大ゴミとか、もうこの後すぐブックオフに売りに行くやつとかね。でも今日過去一捨ててますね。素晴らしい。ということで3日目お疲れ様です。お疲れ様です。で物置部屋自体はもう初めて今日が初日なんですけど、一旦物置部屋取り組み始めて今日初日1日でこんぐらいには片付いた。一旦ちょっともう床中物だらけって感じだったんですけど、結構減らして隅っこに寄せて収まるくらいにはなんとかなったんで、また4日目来た時に本棚とかもろもろ手放します。どうですか？ちなみに今日1日でここまでは片付きましたけど、はい、ガランガランになりました。前めちゃくちゃもうなんか雪崩が起きそうな感じだったじゃないですか。すっきりしましたね。一旦ゴミの山みたいなのが、ここにあったものがなくなったのはなくなって快適ですね。動け声が反響するようになってますよね。おお素晴らしい。確かにすごい反響してる。こんだけ物があっても反響してるのはあれですけど、高さのあるスタンドライトとかテーブルとか粗大ゴミも一部減らしてるんで、だいぶスッキリ感はまだまだ物は多いけど、そうですね。布団敷いて友達寝かせてあげられるくらいにはなりました。なりましたかね。じゃあ次回4日以降はもう少し減らしていくんで、また次回お願いします。こちらこそよろしくお願いします。こんにちは。すいません。いえいえ全然大丈夫ですよ。10分前とかに来られたら困るなとか思って。それで感じで4回目かな。この間、洋服をアミプラザに持って行ったんですよ。ああいうのはすごい気が楽で、11点持って行ったんですけど。11点結構減らしましたね。結構多分なおさん家にあるのがいいブランドの服とか割と多いんで、一部はそうやって売ったり譲ったりしてますけど、そういうのも売る譲るもやりながら減らしていったら、4回目以上来た人は初めてなんで、大体多い人でも
3回で終わるから、今日で物置部屋は終わらせたいですね。そうですね。さすがに、なおさんももう4日も片付けに時間を人生取られてるとも言えるので、ぼちぼち物置部屋は今日終わらせたいですね。頑張りましょう。はーい。っていう感じで、じゃあ4日目最初はちょっともう本棚ですね。はい一応順番的には、今まで明らかなゴミから減らしていった後は服、紙の本、書類、日用品、家具家電、思い出の品っていう順で一応この順番で片付けることが多いんですけど、服はあらかた片付いたので、今回は紙の本ですね。さっきの順番で減らしてる理由としては、効果が出やすくてかつ減らしやすい順なんですよね。服とかはそうですね。服とかは減らした瞬間からクローゼット整うから毎日の身支度が快適になる。どうですか？なんか実際クローゼット綺麗になってみて、とても快適です。ですよね。はい、もう減らした翌日から結構効果実感しやすいし、服は結構捨てやすい。はい、それはゴミ袋にも詰めやすいし、売るってなっても布物なんで、リサイクルショップとか古着屋さん持っていくのも簡単じゃないですか。そうですね。はい。っていうので、まず服から減らして、で次紙の本ですね。紙の本も服と同じく、結構減らしやすいですね。最悪別に減らしてまた読みたくなったら買い戻しできるじゃないですか。買い戻しても1000円くらい、フル本で買ったら数百円で買い戻しできるし、あと紙の本とか結構売りやすい。近所のブックオフとかで簡単に売って手放せるんで、そうか前回途中までやってますもんね。はい。前回夜な夜なちょっと途中までやりましたけど、ここ一つ空いたからなんか余白をちゃんと生かして、はい。っていう感じでこの調子で開けていきましょうか。結構こういうブックカバーがついてるものとかも注意ですね。みんな中身が分からなくなってでそのまま置きっぱなしになるパターンが。メモの魔力出た。メモの魔力。ショールーム前田裕二社長の本。すごいこれブックカバーした上からなんかちゃんとテーピングしてますね。よく読んでたんですよ。ああ、なるほど。それで持ち歩いて読んでた。持ち歩いて読んでたので。なるほど。じゃあちょっとそれも一旦外してもらって。恥ずかしいタイトルだったから。ちょっといいですか。いや全然じゃないですか。本当？お金持ちが肝に銘じて飛行機とかで読んでた。ああ、なるほど。ちなみにどんな習慣がありましたこれ？今言われたらピンとこない。でもパッと見たらすぐわかります。遅刻しない、スマホに振り回されない、財布を整理する、部屋をきれいに保つだそうです。綺麗系が多かったですね。綺麗系というか片付け系。頑張ってお金持ちになりましょうか。頑張ります。ビニール傘を溜め込まないっていう目次があるんですけど、あそこにちょっとややその傾向があるんで減らしましょうか。あれは使ってますね。使ってる。今あれがないと私、雨降ったら出かけられないから取ってます。傘だとしたらこれ玄関じゃないですか？私玄関置かないんですよ。わざわざここまで持ってくるんですか？傘。玄関に置くのがすごく嫌い。あ、そうなんだ。面倒くさいだろうけど毎回ここに持ってきてるんですね。そうです。なるほど。ちょっとそういうこだわりはもう変なこだわり。別にそれがこだわりならいいんですけど、なるほどなるほど。守ってると根本的にやっぱりこう雑誌が多いじゃないですか。もう半分にしたいですよね。前も言ったと思うんですけど。くらいにしないとしんどいですね。一旦今日の目標は半分。やっぱりこんだけあると全部は絶対読み返してないですよね。年に1回。そうですね。雑誌が好きなんですよね。実際雑誌のアーカイブ、ほとんど雑誌なんですよね。この。いや可愛いときめく。どうですかね。別にもうそんな感じで服の時にも似たようなことは言ったんですけど、もうある程度好きなものに囲まれてっていう生活が好きならそれはそれでいいですけど、この少なからず物置部屋にある分はやっぱ減らしたいっていうのは思ってるじゃないですか。はい。っていうところで言うと、全部は捨てなくていいですけど、やっぱり半分ぐらいにしないとちょっと厳しいかなし、もっとこれ減らしたら、例えば本当になんか好きな雑誌ってないんですか？もう飾りたいぐらいの雑誌、縦置きじゃなくて面置きでもう飾りたいみたいな雑誌とかってないですか？面置き？面置きっていうのはこの本の表紙を飾るっていう意味なんですけど、雑誌が好きなのはわかるんですけど、本当に読み返してるのかなっていうくらいのなんかこう量で、これもなんか結構久しぶりに読んだみたいな感じじゃないですか。多忙で今読み返せて嬉しいです。こういう撮影の機会がないと読み返せなかったくらいだったら、すごい時間かかりそう。すいません。はい。多分一冊一冊手に取ってるから、これ本に限らずそうなんですけど、こう明らかにもうたくさん量が多くて読みながらでもいいんですけど、
っぱり時間かかるので大前提としてはなんか例えば今もう本棚見ずに今なんか災害があっても持ち逃げしたいみたいなくらいのなんか好きな雑誌ってないですか？そういうこのバックナンバーはずっと頭に残ってるとか、もう見ないでも思い出せるくらい印象に残ってるバックナンバーとか、背中向けて、そうです、本棚を見ずにもうパッと思い返せるくらい印象に残ってるバックナンバーとか、なんか好きな雑誌、いろんな雑誌あるけど、この雑誌が好きとか多分なんかあると思うんですよね。なんかパッと思いついたものあります？それは絶対大事なものです。もう見なくても思い出せるくらい読み返したいものがあれば、それは先に取ってもらう、残してもらうとか、捨てるもの一個一個そうやって確認してると永遠に終わらないから、もう残したいものを先に決めるっていうようなで言うと何かあったりします？そういうの。ありますね。例えば。でも見ちゃってるけどいいですか？はい、パッとそれを。これ？これ。しかもこれすごい、これ同じもの2冊あるんですね。好きすぎて。これはどういう理由で2冊買ったんですか？それは私が出てるからです。なるほど。自分が出演してるからはい。もっと言うと、もう一回背中を向けてもらって、もうこれ見ないでパッと思いつくのは吹かないですか？エルアターブルという感じでもう一回じゃあ背中、これを繰り返します。今この状態で思い出せるものあります？なんかこれ絶対また読み返したい。ダリー・クラークの写真集「スタジオボイス」あと芸妓さんの表紙のやつ、他にあります？どんどん言ってもらって。ソムリエの本、ソムリエの本どうしようかなとか迷ってる感じだと、もうなんか一回さらっとめくり返したらなんか釣れそうですねみたいな。そうですね、じゃあ今ちょっと空いてもらったやつを探してもらって、これか、要はこれ一群なんですよ。本棚見ないでも思い返せるくらい大事なバックナンバー。そんな感じで大事な本も今探してるじゃないですか、どこにあるだろうみたいな、この状態すごいもったいないですね。何度も読み返して大事にしてるバックナンバーなのに、それがどこにあるか分かんない状態ですごいもったいないから。これだ。それです。悩ましいやつは、いやなんか悩ましいのがいっぱいあるなと思って、逆にそういう悩ましいやつほど減らした方がいいですね。すごい、今こそ断捨離私になってるな。これどういう意味ですか？断捨離の社が私になってる。面白いですよね。はい、この方もなんか震災で減らしたとか書いてあったと思います。でこの人インテリアが好きで、なんか何回も見てます。なんで今まではなんかこうちょっと捨てるものをパッパ手に取ってたんですけど、今逆にもう絶対残したいものから先に今取ってもらってますね。全部つけてるんですよ、気に入ってるの。本当だ、確かにそれいいですね。あと、基準としてあとなんか気に入ってるものにこうちゃんとシール貼ってるっていう、実はそういうものだけ残す。こんな感じで読み返してるものは多分シール貼ってますね。決めた。でもある程度絶対残したいっていう本をちょっと非難できてるので、もうこのタイミング全部出します。全出します。でもそこから必要な本を戻していくっていう作業にしますね。収納しかり本棚ももう一気に片付けるときは中身を一旦全部出します。片付けしだしてでも、物を買うの減りました。素晴らしい。なんかですね、やっぱりこう可視化ですね、やっぱり。そうなんですよ。多分なおさんってこの物置部屋があるくらい、使わないものをとりあえずこの部屋に逃がしておいてみたいな。そうですね。っていうことができてたから、一応こんな感じで、家賃を払いつつも物を保管できてきたけど、そうするとやっぱりこうやって、本棚も今2段構えて奥にあるやつとか。中身確認しなくなるじゃないですか。普段やっぱり自分のお仕事もされてて忙しいから、そんなものを定期チェックする暇もないだろうし、クローゼットもそうですね。前クローゼット特にそうでしたね。2箇所に散ってたのを1箇所にしたりとか、衣装ケースにぎゅうぎゅう詰めにしてたものも全部見えるようにしたりとかしたんで、やっぱそうやって見てるうちにこれいらないかもっていうのなんかありますよね、多分。そうですね。あともっと言うと、最初はやっぱ取っておきたいと思ったものも、見てるうちに時間が経ってやっぱこれいらないかもと思えるもの出てくるから。そうですね。なので物を増やさないためにもできるだけ見えるようにした方がいい。あともっと言うと、このタイミングで本棚横にずらすのもありだと思いますよね。横？結構高さがあるんで、なんかやっぱり高さがあるものを置くと結構危ないっていうのもあるし。そうですね。でもとか横に置いた分は置けない。なんかちょっと一旦空にして。これ重いですよね、多分。大変だ。ちょっと一旦出しましょうか。気が遠くなっちゃった。その気が遠くなることをやらないと一生終わらないので、っていう感じでこれをちょっと横置きしますっていう感じで、お部屋改造企画。自分の身長より高い家具はあんまり置かない方がいい
圧迫感出るし、圧シンプルに迫感は出ますね。防災の観点からも良くないので、じゃあどうやったら横になるこれでこうですね、ほっと。うおー、こう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 。はい。大丈夫？あ、大丈夫です。はい、こんぐらいだから。本当ですか？はい。よいしょ。はい。あ、やっぱ、こっちの方がなんか圧迫感ないまあ圧迫感はないですね。し、ここ一面がなんかやっぱ他のやつも高さが低いから戸打ちした方が、けどまあもうここもそんななんかめちゃくちゃインテリア凝ってる部屋でもないと思うんで、一旦物置部屋で、まあはい、どっちかというとそう言われたらそうでございまそうす。まさかこれ横にするとは思わなかったよ。どうしよう。結構こだわってこれ買ったんですよ。でもおお、いくらぐらいですかこれ？いやそんな高くはないんだけど、すごい選んで、はい、そんなに高くなくて、まあ、はい、まあ結構大きいですもんね。大きいものだから多分サイズとかちゃんと測って慎重に買ったとは思うんですが、でよかったからもう一個買い足したんですよ。書類用に買ったんです。なるほどね。たらもうできるだけ収納は置かないで、ここに必要な本だけ戻していきましょうか。雑誌をほら、ジャストすごい大会、いやでもやっぱこっちの方が絶対いいわ。やっぱりこっちの方が部屋に入った時に圧迫感全くないから、まあね、一旦これでいきましょうか。あ、いたあ、座りながらやります。ちょっとあ、大丈夫ですか？痛い。なんか椅子座りながらでもいいですよ。あ、そうですね。そうなんですよ。ちっちゃい椅子を出してきていいですか？あ、はい、ぜひぜひ。一旦なんでこれ見ながら、絶対にいるっていう本も即断即決で絶対いるっていう本を先に戻してもらって、で中ではいらない本ができたら捨ててもらい、減らしてもらって、いらないと思ったらもう捨てていいんですよね。はい、いらないと思ったら減らしてもらって、で逆に言うと、ちょっと読み返して時間が経ったら減らせそうみたいなものあると思うんですよ。はい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 。多分あると思います。ですよね。そういったものは真ん中のゾーンというか、また別のゾーンで置いてもらって、僕が帰った後とかに読んでもう減らすみたいな。みたいな、ちょっと読み返したら減らせるものもちょっとこのタイミングで言ってもらって、ああ、なるほど。後で読み返してくださいってことですね。そうですね。これをはい。写真が撮ったんですよ。はい。今日ちょっと出してはい。見ようかなって。ぜひぜひ、すごいもうジモティー積極的に使って都度こんな感じで減らしていく中で多分いらないもの出てくると思うんで、出してもらって構わないし、すぐ来ますよね。0円にしたら速攻来ますよね、ほんとすぐいいですね。はい、それで出品してもらえれば、投稿完了しました。来ました？2件来てる。早っ。あのチェアも引き取り先が決まりそうっていう感じで、淡々といらない本が結構出てきましたね。そうそう、こっちがいる本でこっちいらない本なんですけど、淡々と減ってますよ。素晴らしい、すごいっていう感じで、もう本は全部今減らしてもらって、結果ちょうど半分ぐらいに収まったって感じですね。でしかも前はここに前の段に2つ重ねて後ろ見えないみたいな感じだったんですけども、それはやめて1列だけ全部見える化してあるんで、それでも半分減ってるから、もう本当に半分ですねっていう感じで、結構本減りまして、で今なんか本棚になぜか入ってた新聞紙の類を切り抜きですね。切り抜き、結構切り抜きを取ってる、切り抜きも今ちょっと減らしてるんですけど、これはいなんかこれに載ってたはいロジカル片付け術、ロジ性格診断、面白そう。これをやっていた丸がついてる跡がある。本当だ。なんか物への愛情診断とか、そうやっぱね、そうなんですよ。僕も今片付けって思ったんですけど、捨てれる人は結構物への愛着が、いい意味で薄いですね。そんなに情が湧かない。僕もそっちのタイプ。逆になおさんとかはどっちかというとね、物一個一個結構大事に、前紙袋にも思い出宿してるみたいなときめく。本当ですか？本当に直近で使うものをなんか数枚取っとく分にはいいんですけども、なんか紙袋専用ボックスみたいなのができてるのってもう明らかに過剰だと思うので、本当にでも多分なおさんじゃなくて意外とそういう人いるんですよ。だからなおさん結構ちゃんとこういう風に切り抜いて取ってたりとか、かなり片付けとか整理整頓は熱心に勉強されてるからこそ、もったいない終えたいですよね。ちゃんと頑張りましょう。引き続きはい、頑張ります。見やすい。意外とはい横にするの最初すごく憂鬱な感じで、そうね、結構横にするのためらってたんですけどそうでも意外と、圧迫感がないのはいいなと思ったんだけど、縦のものだったから商品がですね、本が見事半分になったので、結果、ここ全部いらない本、これはもうそうですね、この後あさってに出張買い取り来るから本まとめて手放して、で12日までに軽くも目を通して売るやつですね。ここ全部いらない本ですっていう感じで、ここが開いたんで、ここ
ね、花瓶とかねここに多く置きたいなと思ってたんですよ。こんな風にポンとここに散らばったここに思い出のものとなんかクリスマス系季節ものと花瓶とかあるんで、いいんですか、適当に。まあなんかせっかくで、せっかくならコレクションっぽくおしゃれに並べましょうか。それジャスト入るんですよそれ。そう僕さっき入れてみたんですけど、で下の方にそうですね、こういうクリスマスとか季節もの収納しとくとか、思い出機ここにジャスト入るな。すごい。やっぱり思い出のものはちゃんと飾った方がいいですね。ゴミ置き場みたいなところに置くんじゃなくて飾った方が絶対なんだろう。ゴミだ。ゴミが、もうこの収納いらないですね。それはいるかも。だいぶ埃かぶってますけども。あと綺麗にします。実際なんか使います？どれか。使うと思います。収納系はそうですよね。ちょっと一旦最後まとめてこっちにその顔でもいいし。最初の動画とだいぶ変わりましたね。そうですよ。もうだいぶここら辺は綺麗にすごいいい感じになってる今。やっぱ結構減らしてますよ。すごい。よかった。時間取らないとしませんよね。そうですね。よいしょ。服、紙の本の順で減らすのは正解ですね。いや本当そうですよね。管理がですね、物が多いとやっぱり管理の時間が取られるんですよね。そうし、今昔と比べてなんだろうな、捨てない片付け流派もあるし、僕みたいなミニマリスト、断捨離、こんまり先生とか今流行ってきますけど、っていう中でただやっぱ今ってそういう物に囲まれてっていうのも生き方の一つとしてありだけど、今多分物以外の娯楽とかもいっぱいあるじゃないですか、昔に比べて。確かに。っていう時にだからそういう人ってやっぱ少数派になってくるというか、あと物に囲まれる生活ってやっぱりそもそもまず保管する分結構広い家賃が必要になってくるとか、管理にやっぱりどうしても時間はかかるとか。時間がねかかりますもんね。だからやっぱり時代的にそのミニマリストとか断捨離こんまり先生が流行るのも分かるというか、物はほんと増えていく一方、物も簡単に買えるようになっちゃったから、簡単に買えるから増えるんでしょうね。だからなおさんはどっちかというと捨てずにいかに整理収納してくるかってことに今まで多分時間を割いて、でも捨てても今これでも結構捨てれるんですよ。腰があれなんで少しずつ持ちます。いいですよ。すごいスクワット的な。そうですね、結構疲れますね。本は重いからね。重いからですね。意外と僕書店員だったんですけど、フリーター時代。ただなんで辞めたかって、意外と本や肉体労働っていう重いんですよ。いや重いですよね。搬送したり陳列したりっていうのがこれ。いや重いと思う。そう感じですげえな。並べてみるとすごいですよ。4時間ぐらいかけて本をこんだけ減らしました。出してるのがいらなかった本ですね。でいる本は元に戻してっていうので、またちょうど半分ぐらい減りましたね。お疲れ様です。お疲れ様でした。さっきもなんかボソッと言ってたと思うんですけど、多分ここに残した本も一部もうちょっと読んでみたら減らせそうみたいなものもそうですね。なんか古くなったガイドブックとかもちょっとあったりするんで、あとこっからはもうできたらワンインワンアウトっていうような形で買ったらできたら古い本を手放すみたいなのをできるだけ難しいけど頑張ります。そうなんですよ。だから増やしたくないな。そうなんですよ。前なんか YouTube のコメント欄で減らしてもなんかまた増やしそうみたいな書き込みあって、ただなんで僕が来たからにはただ1回減らすんじゃなくて今後も増えづらいように、根本的には多分今収納いっぱい減らしてるし、ここもある程度キャパ決めて物欲減ったみたいな話もされたと思うんですけど、そう物欲というか物欲あるんですけど増やしたくないんですよね。なんか管理がもう行き届かないなと思って、結局同じものをもう一回買っちゃいそうになるのでい込んでしまうと、なので類似品を買ってしまうような、基本的なんで今回の片付けでは減らしつつ見える化っていうのを重点的にやってるんで、今クローゼットしっかりここも1段にして全部2段重ねないとか、全部見えるようにできるだけしてるんで、ここもね花瓶とかもこれだったら普段生活していく中で見てたら把握できるじゃないですか、自分の物の量って。一旦本棚はこれで減らし終えたって感じですね。横になった縦が横になった。ちょっと減らしていくと空間に余裕できるから、家具の配置とか動線もね、見直していってるんで、ここは全部出張買取に出して後日なくなりますっていう感じ。今日もゴミ袋が1234袋出ましたねって感じで、今日一日片付けお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。本棚だいぶ減ったんでね。
ちなみにどうですかね、例えばまあ、今55歳ですかね。 56？ 56になりました。30代なんですね。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。まあ、ちょうど56歳になったばかりのなおさんなんですけども、どうですかね、なんか今までもこうやって整理してきたり片付けたりっていう中で、なんか体感として今後どっちだろう、まあ、例えば片付けもいろいろ流派があるじゃないですか。もう捨てずにちゃんと物に囲まれて整理整頓して、まあ、お気に入りのものとも一緒に暮らしていくみたいなパターンもあれば、まあ、できるだけ僕みたいに極端に少なく身軽にって人もいれば、まあ、その中間的な人もいるだろうしとか。でもどうですかね、なんかどっちかというと今後はどういう形とかどういうライフスタイルしたいなって、なんか減らしてみて4回減らしてみて、その上でもまだ減らしたいのかとか、まあ、ある程度減らした上でミニマリストまではいかなくてもほどほどに物は持ちつつ整理整頓して生きていくのかとか、なんか今自分の着地地点というか、こういう方向性で片付け進めていきたいなとかってなんか思ったこととかあったりします？中間ぐらいでで行ってみたいなと思ってます。まあそうですよね。まあ、この状態からいきなりさあミニマリストみたいな感じではなか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 今すぐにはならないと思うんですけど、とはいえまあ結構もうねめちゃくちゃ減らしますからね今回も。そうですね、そうですね、結構減らしましたよね。過去4回でかなり減らしてきたからね、だいぶまあ減らし方も分かってきただろうし、まあ減らす良さも。そうですね、減らしてきてたんですけどね今までも。まあでもここまでなんか短期間で一気にガーってそうですよね、減らしてきたことはないと思うので、やっぱね、まあ、流派いろいろあって、捨てない片付け的な、まあ、整理周到頑張ろうっていう派閥も、まあ、それはそれで悪くないと思うんですけど、やっぱりまだ56歳これから買い物もしていくでしょうし、できるだけ増やさないようにっていうのを心がけないとやっぱパンクしちゃうし、毎回8時間を4回やってきてまあ実際もうお片付けに人生の4日間奪われてるみたいなとも取れるし。でもこれしないともっと時間を奪われると思って、まあお願いをしたんですけれど、物が多いとやっぱりその管理にね時間かかるから、なので今回を機に、まあ、まだちょっと続きますけど、もう徹底的にちょっと自分がもう満足いく、もうここまで減らしきったって、減らしきったってもう納得いくレベルまではちょっと今回ねもう一度形とですね減らし終えたいですね。そうですね、なんか減らすことが目的ではないんだけど、可視化が本当に大事だなって。同じようなボトムースが出てきたんですよ。あ、そうなんだ。買ってないと思ってたら、びっくりして、よく言ってます。やっぱ年齢重ねて増えてくるとかもそうだし、もちろんそうですよね。まあ、なおさんは結構単身で住んでる割にやっぱり部屋が広い、物置専用の部屋があったりとか、まあ、あともっと寝室にもクローゼットがあってクローゼット2箇所あるとか、まあどうしても住んでる環境的にも、まあ、職業柄的にも物が増えやすいからこそ気を引き締めないと増えちゃうし、無駄買いも初めてちょっと発覚というか、はい、整理収納の勉強をしていて、もうここ最近はダブって買うことってないんだろうなと思ってたらすごいショックでした。まあ、あともっと言うと僕ももう4回ぐらい形に来てますけど、こういうもの持ってたんだとか、物置部屋でもだいぶ終わりが見えてきたんで、ありがとうございます。嬉しい。この調子で減らしていきましょう。はい。ちなみになおさんは僕の父親と同じ年齢でした。判明した。最近父親の年齢聞いたら56って答えてたんで、うわためみたいな。だからちょうど今僕は父親と接する練習をしてる本当ですね。かもしれない。はい。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあちょっとまた来ます。はい、ありがとうございます。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。という感じで4回目の訪問です。今日でラストにする予定、1ヶ月と2週間ぶりに来たんですけど、まあここは相変わらず綺麗ですね。珍しくカジュアルな服を着てらっしゃいますね。はい。緑いいなと思って、最近片付けしたい方がいて、その方も緑の服着てたんで、なんか僕の中で緑色の服着てる人は片付けられないっていうサンプル数2の偏見がいやいや全然そんなたまたま偶然です。緑好きです。はい、お似合いです。いいですね。綺麗にお花も飾ってたり。香り映えはあんまりしないんですけど。はい。自分では作業は進めてたんですけど。じゃあ今日はちょっとこの物置部屋を片付けて終わらしたい。なおさん実際言うと結構どんだけ長い人の3回で終わってるんですよ。実際短期集中っていうコンセプトでこのチャンネルもやって、今回初めて4回目持ち越しててまあ物量も多いしね、遅刻が多いんですよ正直言うと。
なおさんですね、ちょっと忙しいのは分かるんですけど、遅刻が多くて、今日今13時スタートだったんですけど、ちょっと今回も13時20分とか、さっきもちょっとお風呂入ってるから、ちょっともうちょっと10分遅れてるとか、それ以前にもともと12時だったしなみたいなとことか、お店が結構、営業時間遅めでやってるから、その中で協力してくれてるから分かるけど、ちょっと遅刻があったりとか、そうそう、そういうところはちょっとやっぱり目立つので、すいません。はい。大丈夫です。よく言ってるのが時間がないから片付けられないんじゃなくて、片付けをしないから時間が生まれないっていうふうに。同じこと言われました、最初の人に。忙しい人ほど片付けた方がいいですよって言われました。おっしゃる通り、そうなんですよ。今日も僕が来る前に片付けてられたりとか、土日含めて、今日もそうですけど、今日も休日使って僕呼んでくれてとか、お忙しいのも分かるので、大変だと思うんですけど。遅刻のことを言われると、またなんかアンチコメントが来そうで私怖いんですけど。アンチコメント皆さんしないように。いやいや、本当に怖い。ただ遅刻だけは本当にあんま良くないと思うんで行きましょうか。ゴミ袋を持って片付けスタートですが、ちょっとこの辺りとか前回多分まっさらにした気がするけど、ちょっとここに物置空間になっちゃってますね。リバウンドとかはないけど、ここはちょっと物が増えたりとかあるけど、ただここら辺はやっぱり前やった通り花瓶置き場にしてどうですかこれ。取り出しやすいですし、取り出しやすいし、見た目的にもおしゃれな感じになってるから、これを続けてもらってよかったかなと。で、ここにすいません、置いてあるものちょっと聞きたくて、これは何を置いてるものですか？思い出のものをそのまま置いてます。あとこの携帯が持って行ったんですよ、ベスト電機さん。リサイクルができるって聞いたから。なるほどなるほど。はい。できなくってauショップに持って行ってくださいと言われました。なるほど。過去のバッテリーが入ってるような古いガラケーとか、そうですね。auショップこういうのまだ受けてません。なるほどなるほど。ちょっとこれはね、燃えるゴミとかゴミ袋ちょっと処分できないから、そこいらないって言ったら、これはもう自分の中いらないっていうのはもう決まってるもの。一回行ったんです。そしたら断られたり。それからちょっと機会を逃してますけど、auショップじゃあちょっと行きます。で、そうですね。ちょっとまた、これは持って行ってもらうと。他これも思い出のもの、あれから買い取りやら持ってったり減らして、ここも今日いらないとは分かってるけど、ちょっとまだゴミとして捨てれてなかったりとか、じゃあ思い出のものはちょっとまだ手放す決意がつかないみたいな。そうですね。もうちょっと綺麗にしてですね。なるほど。捨てるのがちょっと億劫になったみたいな LINE のやり取りありますし、それがこういうものですかね。これはもう花から捨てないと思ってて。じゃあこれをどう整理したらいいか分かんないって感じですかね、今。なんか箱に入れようかなとも思ってます。なるほど。本ももう結構じゃあ、もうこれ以上減らせないっていうくらい厳選したって感じですかね。もうちょっと厳選はできる。ちょっとずつやってるんですよ。本当に。ちょっとずつやってて。最初はババッと行きましたけど。そうですね。前回行った時は。実は一冊メルカリで売っちゃいました。基本的にやっぱりゴミで捨てるってことをやらないと、結構一向に、特に物が多い状態の時っていうのは、売る譲るやっちゃうと片付かないから、基本ゴミで捨ててねっていうことは言うんですけど、どうしても思い出があるとか人に譲りたいみたいなものって多分、処分したくないものあってするだろうから、そういうものは本当に少数に絞って売ってもらったりとかは、してはいいんですけど、なおさんはその点結構ゴミで捨てるっていうのは苦手だから、ちょっと時間がかかる傾向にはあるかなと。やることはでも変わらずやっぱ紙の本ですね。はみ出たりするし、本当に服、紙の本、書類っていう順番で僕やってるから、もうそのメソッド通りやります。なので、改めてじゃあちょっと今日もう一回ここ見てもらって、これ前回ジモティーで出すみたいなの言ってませんでしたっけ？これね、やめたんですよ。思い出があってやめました。なるほど。なんか結構値段があっていい家具みたいな感じでしたね、これ。やっぱデザイン的にもなんかあれかなと思って。ちょっとやめてしまいました、それ。なるほど。上がってきましたけど。前回これジモティーで写真も撮って、確か。写真も撮って出品もしてやり取りしましたよね。で、やめちゃったんですね。これじゃあどうしても撮っときたいみたいな。そうですね。他のもの減らせば別にこれは残せるからいいんですけど。収納8割目安、着ない服処分。例えばこの新聞に書いてるのは、クローゼットはもう1日2時間でやりきろうとか、8割目安で収納しようとか書いてあって、ルール決めてやらないと、迷っちゃうんですよね。片捨てするときに。ルール決めずにやっちゃう。例えば僕だったらじゃあ迷ったら捨てましょうとか、1年以内に使ってないものを減らしましょうとか、いろいろ物事にルール決めてるんですけど、そうしないといちいちいるかないらないかなっていうのを迷わないといけないから、ロスが生まれちゃう。疲れるし時間もかかるしっていうので、
だからいろんなミニマリストさんとか形の方とか例えばさっき言った1年以内でとか紙の本もじゃあ1年以内に読み返してないとか僕で言うと服は結構かさばるから冬服から捨てようとか服紙の本書類日用品家具家電でとか人それぞれなんかこの順番で減らそうとか短期集中で減らそうなんか収納は8割とかなんかいろんな人がいろんなルール言ってると思うんですけど、どれを参考にしたいかってすごい迷うと思うんですよね。人それぞれで言ってること違ったりするじゃないですか、この人だったら収納8割だけど、僕はもうミニマリスト的にはもう5割くらい、半分くらいしか使わないくらいの方が余白ができて美しいとか、っていうので人それぞれ言ってることが違うとは思うんですけど、いろいろ見た上でやっぱり自分がこれだったら納得できるとか、そうですね、はい、納得できるというのは大事ですね。いろんな人の見ていって、そうですね、納得できるとか自分でもこれだったら実践できそうなみたいなところから、いいなと思ったルールを真似するのがいいですね。はい、あときっかけを作ってくださったんで、そうですね、ありがたいです、なのでだいぶ進められた。企画だからね、僕が来る時に片付けてもらっていいんですけど、そっちの方がありがたいけど、やっぱ大前提やっぱり僕が来ないと片付けられないっていうのも弱点だと思います。でもここ以外をやってるんですよね。ここが一番難関なんですよ、私にとって。そうですね。ここが難関。本当に。基本的には僕がいない間も LINE のやり取りとかして、ちょっとこれ減らしといてくださいねとか、やっぱ僕がいない間も結構手伝ってもらわないとこんだけのものの量はやっぱ減らしを終えない。でそういう意味ではちょっとなおさんの課題はちょっと僕がいない間になかなか仕事が忙しいとか分かるんですけど、っていうのでだからせっかく今日僕来てるんで頑張ってもらいたいですね。ちょっと目指したい状態としてはやっぱこの上置かないっていう状態、この上がやっぱ物置になっちゃってるとまた多分これ制限しないと一向に例えば僕が帰った後僕が見てない間とかにまた本買って多分また増やしてみたいな感じになっちゃうから、よく言ってるのがワンインワンアウトで本ね買ってないんですよ今。そう買ってないですよね。多分買ってないと思うんですけど、ただもう本当に増やしたくないと思って、なかなか買ってないです。はい、それは素晴らしいんですけど、多分これをはみ出した状態にしちゃうとここに置いちゃえっていう風になってまたここが無限に物置になっちゃうから、今日の片捨てではちょっとここさら地にするのを目標にします。はい、前回そうだったしね。それもまた収納系の本ですね。好きなんですよ。モチベーションが上がるので結構それ読み込んでます、ね。おお、これいります？なんか捨てがたいんですよね。それを見て時々こうやって。何回も読み返してるのと、これあんま買い戻しが効かないからでしょうね、多分。そうです雑誌の付録だから、基本思い出のものとか買い戻しができないもので即断即決できないんだったらちょっと残すっていう選択肢は取ってもらっていいんですけど、やっぱりできたらもうちょっとこっちの方買い戻しできる系の本を先に減らしてもらいたいなっていうのもありますね。この辺もだいぶ持っていったんですけどね多分相当減った当初よりはかなり減っておりますが、なんかため息が出てまだ始めて15分ぐらいですか？大丈夫ですか？はい、もうちょっと改めて本のルールで言うと、一旦1年以内に全部読み返してます？全部読み返してはないですよね。はい、その上で一つはなおさんぶっちゃけ経済力あるじゃないですか。多分一般的に比べると。自分でお店もやってるし、でさっき言ったじゃあ思い出のものとかこの雑誌の付録で買い戻せないものとかは残してもらっていいんですけど、もう今定番でどこの本屋でも売ってるでしょみたいなものとかも結構あるから、買い戻しできる本を減らしていくというのですか。もうルール決めないと一向に減らないから、買い戻しができてかつ1年以内に読み返してないものは捨てるっていう、もういかなる理由があったみたいなくらいの方が今みたいに買い戻しできるからというのを減らせたじゃないですか。読みたくなったらまた買えるじゃないですかっていう意味で、ちょっと改めてそういう目線でもう一回見てもらいたいですね。そんなにない感じで。そうですね。1年以内に読み返したい本。となるとなんか多くなっちゃうから、もう買えるそうなやつ。買い戻しできたやつ。買い戻しできそうなものを。でまた読みたいと思ったらパッと思いつくと思うんですよ。あの本また読みてえなみたいな急にふと思い出したりとか、その時はまた自分にとって必要なタイミングだから、また買って読むっていうのは、なかなか来ないと思いますね。そういうのいつか使うかもで捨てられない人って多いんで、今多分その状態なんですよねいつか読むかもなみたいなくらいで。例えばじゃあ一冊一冊ちょっと僕本屋に売ってそうだなみたいなものをちょっとパンパン出していくんで、これとか出て買える、これも買えるでしょう。この辺り一旦どうですか？パッとなんか書店で今も売ってるだろうなみたいなものをちょっと出してみたんですけど、これもよく読んでます。じゃあこれはこれはよく読んで、これこの間買ったばかりなんですけど。
ああ、買ったけどまだ読み終えてないみたいな。いやこれもこういうのスタイルブックってしょっちゅう読み直すんですあよ。あ、じゃあもう変な癖で。うんうん、まあそれははい、好きなら、趣味。うんうん。今までここら辺ちょっとそんな読み返してないものとかないですか？結構読んでるんですね、この辺りパラパラめくって。そうですね。もう一冊もないって感じですかね、この中は。特に捨てたいと思えるのが。そうですね。これは多分もう売ってないですね。ここはもう一冊もないって感じですね。もらったらちょっとまた次の本提案するんで、はい。じゃあ、なおさんって結構読書するんですね。まあ、こんだけ本いっぱい買ってるし、まあやっぱり普段忙しいとは言ってるけど、割とちゃんと時間作って本も読んでるって感じなんですかね。そうですね。着々と新聞紙を整理されてますね。はい、っていうので、なんかテプラですかそれ？はい、テプラです。新聞紙ですかこれ？整理してるやつ。はい。おお、ここは整理収納アドバイザー2級の実力発揮してる感じしますね。2級の人片付けられないって言ってた。整理収納アドバイザー2級持ってるんですね。すごい。整理収納アドバイザー。僕のチャンネルは結構整理収納アドバイザー2級持ってる人多いんですよ。はい。本当にそう思いました。まあ実は言うとね、2級って簡単に受かるというか。簡単に受かります。はい。1級とかは難しいんですけど、まあちょっと勉強すれば取れたりするし、はい。まあただ、減らし終えた人が、ちゃんと徹底的に減らし終えた人がやる整理収納は強いと思うんですよ。もう数が少ないから本当に分かりやすく整理されるから。やっぱ物が多い状態で整理収納やっちゃうと、まあ、やっぱりそもそもなおさんってどんだけ整理収納頑張っても本番物の数減らさないといつまでたっても管理に時間が取られるっていうところに悩んで申し込んでくれたじゃないですか。っていうところである程度減らし終えた上でやってもらいたいと思ってるんですけど、まあ、今回はもう新聞紙本当に厳選に厳選を今重ねた上でやってるから感じで続き厳選頑張ってください。2級の人本当でも多分2級の人ってみんな片付けたいと思ってると思うからそうなんですよ。まあ、はい、自分の捨てられない片捨てられないコンプレックスと向き合って、ね、ちゃんと勉強するわけだから。掃除の貯金を積み重ね。そして今までは積み重ねてきたものを今下ろしてる積み下ろしてる段階です。そうだからなおさんはね目を通せば捨てられるんですよね。こんな感じちゃんと一個一個確認して、まあだからこそ時間はかかるけど、そうかも。そうですね。また全く捨てられない性格でもないからっていうのも言ったし、まあよく言ってますけど、なおさんは僕のチャンネル史上一番高齢というか年齢が高いので、はい、やっぱり年齢重ねにつれてやっぱり捨てられなくなっていくっていうのはよく言ってて、まあサンクコスト理論ですね。多分メンタリスト大悟さんとかの本にも書いてあるような、やっぱり物に対してかけてきた時間と年月、お金かけたコストだけ手放しづらくなるっていうような、なかなか捨てる、まあもっと言うとね、物量も多いんでやっぱ年齢重ねると、はい、今まで出てる方の中で一番難易度は高いと思うんですけど、今が一番捨てやすいんで、これが60歳、70歳とか、まあ、そこそ最近僕の父親が脳出血で倒れましたけど、もうそういう風に判断能力つかなくなったらもうだって終わらないんで。まあ、父親良かったなと思うのは、脳出血になる前に、俺の部屋以外をもう全部捨てていいよって言ったんで。っていう、なんかここはもう任せるみたいな許可、ちゃんと僕許可出してくれたから、まあまあ、そこは良かったかなと思います。だから今が一番若い、今やっとくべきなので、頑張りましょう。はい、この片付け企画今こんだけ頑張ってるのも今僕も29、今が一番若いし、体力使うから、絶対これ早めにやっとかないと、今が一番若いんです。20代最後の1年はこの片付け企画に全力ベッドです僕は、っていう感じで思い出の品系ですかね。思い出の品系です。まあ、実は思い出の品系はこんな感じで他にも箱があったりするからキャパを決めてもらいたいっていうのがあって、この範囲内だったら収められそうみたいな目安作れます？それくらいはできるかも。じゃあちょっとこのいい感じの箱、そうですね、いい感じの箱が3箱あるんで、これ3つにちょっと絞りましょうか。それ以外は写真撮って捨てるとか、着々と絞れてってますね。割と減りました。入りそうっていう感じで写真撮って捨てるっていう作業をやってもらってます。多分なんですけど、前コメント欄で叩かれてちょっと悲しかったみたいなの言ったじゃないですか。はい。多分なおさんの人柄だとは思うんですけど、なんか多分はいっていう言い方が若干適当に聞こえるかもしれない。いや多分そうですね、もう適当な感じですか。それがいいんじゃないですか。じゃないと思いますけど。いやなんだろうな、多分本人的には本当に思ってると思うんですけど、なんだろうな、非常に思ってます。声のトーンなのかな、はーいっていうのは多分適当感が多分客観的に見るとあるかもしれない。無理に直そうとしてもストレスだと思うんで、はい、コメントは新しいの、はい、からこう見て、はい、
そうだんだん慣れてきました。すごい自分から結構見に行ってますもんね、コメント欄。最初はあれだけど、なんか一個変なの見つけて、はい、なんかすごい気になりだしちゃって。はい。ああ、なるほど。コメント欄僕も基本的にはチェックしてて、明らかに誹謗中傷とかは消してってるんですけど、結構なおさんはでも耐性ある方だと思いますね。自分から見に行って笑えてるから。渋さんです。あ、こんにちは。こんにちは、はじめまして。はじめまして、お世話になってます。テレビでは見ましたけど。ありがとうございます。YouTube の方っていうので、なおさんのお母さんが来ました。初めて会った。片付きました。そうですね。少しだけ。片付かないでしょ。ちょっと苦戦はしてます。ただお母さんが綺麗好きっていうのはすごい聞いていたので。綺麗好きっていうことも、ごちゃっとは知ってますけど、ちょっと神経質なとこがあるだけで、見苦しいことはしてません。おお。なおさんの家ってどちらが綺麗だとか。いや、ここも綺麗ですよ。そうです。綺麗です。いや、これただいっぱいあるからだけで汚くはしてないんですよね。そう物置部屋以外は綺麗にされてるので。私来て掃除してるから。お母さんの協力あって。ちなみになんですけど、2人ともお若いですよね。いやお若い、すごい綺麗に喋られる。ちっちゃいっていうだけ。お話が綺麗に話される。お話が綺麗って私？そうです。なんかすごい。最近僕の父親とかがなんか脳出血で倒れたりして、55歳なんですけど、もうこの年まですごい元気にされてるから、私、はい、健康的に。ものすごく元気でもないけどから元気や。すいません。いやもう本当健康第一。そうですよね。すいません、急にお邪魔してます本当に。こちらこそありがとうございます。っていうので今思い出のものをね、今ちょっとまだ通帳もう少し写真撮ったり、はい。通帳も捨てました。通帳もこれも。すごい本当だ、ちゃんと改ざん切ったり処分で、はいっていう感じで今日4回目4時間くらい物を減らして、こんだけいらないものが出て、で思い出のものはこの3つに絞れてっていう感じで、これ今から売りに行くやつで本棚は全部ここに収まったって感じ。ちょっとまだね、ここ上に一部はみ出てるけど、ここにある紙の本は今から売りに行って、でここ au ショップ、携帯屋さんに持ってったりとかで、思い出のものに関してはもうこの3つに収まったと。結構いらない通帳とか、こまごました新聞紙書類とか、いらないものが結構売れたりっていうので、本当はちょっと今日4回目で終わらせる予定だったんですけど、お互いちょっと忙しくてバタバタしてたりで、僕は僕で病院行ったり動画編集したりとか、なおさんはなおさんにちょっと仕事があったりとか、ですね。だからちょっと僕結構家近いから結構来れるんで、ちょっと隙間時間、お互い結構最近忙しいから隙間時間でちょっと長期で減らしていこうっていう風に方針転換しました。まだまだここ今後やっていくんで長い期間かけてこうやっていくんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみになおさんなんですけど、前回片付け終わった後に買い取りにちゃんと持って行ってて、服ですね、やっぱ結構いいブランドの服とか持ってるから売り値5400円っていうので、いい感じにお金になってますね。基本的にはゴミで捨てる方針なんですけど、一部値段がつきそうなものはこんな感じで買い取りに持ってってもらってます。待って、エルメスの空箱はちゃんと6点300円。すみません、売りに行ってしまいました。はい、でもよかったらちゃんと1個50円ぐらいに売れるんですね。じゃあエルメスの箱はどうしても捨てたくなかったら持っていけば50円って感じですね。片付けるとすごい自律神経整うから、はい、なるほどね。すごくいい感じです。確かに多分今までずっと仕事もしなきゃ片付けもしなきゃみたいな常に緊張モードを、もう仕事がね、はい、すごいから、そうですね。なんで少し休日、片付けしなきゃみたいな意識はなくなったんじゃないかなっていう、まだまだありますけど、前に比べたらね。あとしてる時ってすごく整うんですよね。おー、サウナみたいな。なんか整い。自律神経がすごく整います。物減らして自律神経整うっていう方は初めて会ったんで、そうですか。10年間この仕事してますけど初めてお会いしたのでなるほどと思いましたけど、その感覚わかりますね。ちょっとマインドフルになれるし、その調子でお願いします。僕がいない時も僕がいたらできるけど、そうなんですよね、いない時に減らせないから、そうですね。はい、他のことをやってしまって、はい、っていう感じ。じゃあまた来るのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。こんにちは。お願いします。ということで6回目です。こんな風になっていますと、どうですか、前と比べて。なんか後自分でやられたとか、ここは頑張ったみたいな。記憶がもうない。なるほど。なんか片付けた
間がちょっと片付けたと思います。ごめんなさい。なんかこうまとまった時間取ってやったとかではないって感じですかね。そうですね。渡航前だったんで。ああ、そっかそっか。あの後ラスベガスかなんかアメリカに。はい、そうですね。アメリカに。ああ、そっか。今日は結構まとまった時間をちょっとお互いちゃんと確保したので、集中的にやりましょうか。はい。よよろしくお願いします。ろしくお願いします。なんか今日すっきりしてますね。ああ、今日そうなんですよ。髪切りました。あとげっそり感がもうなくなりました。そうなんですよ。あの時はちょっとスケジュールも詰め詰めで、大変ですよね。お互いそうですね。今日は体調良さげですか。はい。昨日ピラティス行って眠れたからおお、はいいいですね。それで早速じゃあ今日6回目ですね。結構なおさんとは僕家の距離が近いから今まで1日 まとめてがっつり時間取るってよりは 2,3 時間の隙間時間とかでちょっと寄ってちょくちょく片付けるみたいな形でやってきたんですけど、今日は6時間ですね。今から6時間みっちり昼の13時から夜19時までもう時間決めてみっちりやるのでよろしくお願いします。お願いいたします。で今日の目標もそうですね、この物置部屋終わらせよう。本棚もだいぶ片付いてきたし、今順番で言うと服、紙の本、書類、日用品、家具、思い出のものみたいな感じの順番で片付けることが多くて、でまあ服と紙の本は一通り終わった感じなので、前回ここの本片付けて、でいらない本は出張買い取り出すって言ったと思うんですけど、ちょっとここやりたいんですよね。契約書類系しました。あ、なるほど。した上でもここは絶対減らせないみたいな感じ。いや、そんなことはないかも。もうちょっと見てもいいんですけど、チェックに少し時間かかるかもですけど、収納系から減らしていかないと床に散らばってるものを入れ込むってことができないので、ここはでも結構しましたね。とか例えば収納の中にもまたこの収納があったりして、こことかどうですか。空いてるから、でもなんか母がこれは置いといてくれってはい、これお母さんのもの。お母さんの、まあ、シンプルに書類やってるとはいえもうはみ出てたりするし、これだいぶしたんですよ。もっとはみ出てて。ここは何でしたっけ、この2つ。ここ早速見ましょうか。またこの段ボール、これ写真撮ってちょっと母に送っていいですか。神棚の里神棚が入ってて捨てにくいです。まあお塩を振って捨てるっていうのが一応、ちょっと写真撮って母に送る、母にこんなものは捨てていいんだろうかって。これ母親のものなんですか。違います。自分で買ったものじゃないですか。自分で買いました。でも神棚とかなんか聞いてみようと思って。まあ、自分で買ってるのは別に親に許可取らなくていいんじゃないかなと思うんですけど、聞きます。ただそれやってると多分一向に全部親に許可取らないといけないっていうふうに。あ、もうこれだけです。それだけ、はい。神様系なので。僕の目から見るともうここら辺のものを減らさないと絶対終わらないよねっていう状況なんですよ、今。ここら辺全般一つ僕減らしたいなと思ってるのはこれとかはもう丸ごとなくしたいと思ってるんですよ。でその分はこっちに入れるとか、これとかもこれを持っていく分ですね。いつ頃持っていきます。これはもう明日持っていきます。これはあっちでいいでしょう。もうこんな感じで私は割と満足なんですけど、だだいぶすっきりしてるんで。このタンスもなんか思い出があって取っておきたいみたいな感じですか。思い出はありますね。結構ちょっと見たんですけど空の状態多いから、でこっちはすごいお気に入りで使ってるって言ってたから、こっちは残していいと思うんですよ、当然。こっちも気に入ってはいます。うんこんなに分類してあるのってあんまりないから。逆にそれが良くなくて、収納目的で使ってるとしたら、これは間違いなく良くなくて、分類できすぎちゃうっていう、僕言ってるのが収納から減らそうみたいな話をされて、実際収納があることによって入れ込めちゃうから、物が増えるし、これ特に中身が見えないくて細々してるから、多分めちゃくちゃこれ物なくしやすいんですよね。だって123456112種類あるんで、結構これどこに入れるかって把握するのってすごい脳の幅使うから、これいきなり捨てなくてもいいので、とりあえず全部取り出してなくしてない生活やってみて判断しましょうか。そうですね。はい。うちで言うとテレビとかなんか大型家電とか結構そういう生活がらりと変わる系のものでみんな手放す時抵抗がある時は、例えばテレビだったら電源抜いて生活してくださいとか、それがない生活してくださいって言って、それで生活してみて、人によっては1週間とか1ヶ月やってみて問題なかったら捨ててくださいみたいな言うんですけど、このタンスもそれでいきましょうか。なので一旦これ全部出します。引き出しを。はい、引き出しありますね、やっぱり。じゃあ一旦そこ整理しましょう。アクセサリー系多いじゃないですか。ここにもさっきあったんで、こ
こ使ってるやつです使ったやつですね。こっちに使ってるやつをスタメンとして入れていきましょう。アクセサリーがこっちにもあるし、123箇所まだあるな。多分アクセサリーがすごいあっちこっちにあるから、ちょっとアクセサリーの数自体も多いし、やっぱあっちこっちちっちゃって何がどこにあるか分かりづらくなってるから、今こう一旦アクセサリーこのタイミングで一気に整理しましょう。ちょっとこの出窓のところに物があるのもあんまりよろしくないですね。その歯ブラシは、はい、殺菌のために置いてます。紫外線が殺菌なんですよ。はい。それであえてここに置いてます。じゃあそれだけにしましょうか。それ以外のは特に割れ物系なんで、普通にこう地震来たらもう一瞬で落ちるだろうなみたいな。了解です。どうされましたか？探してたのが見つかったから。探したの。探して改めてこうやって一個一個見たらありますね。そうなんですよ。全部大事とはさっきおっしゃってたんですけど、絶対に必要ないものもあるし、その大事なものを含めて今埋もれちゃってるんで、見つかってよかったです。ありがとうございます。感謝。そうなんですよ。だからやっぱね、根本的にさっき収納、一旦さっきのはなくしたけど、もう少し減らさないと、そんな感じで絶対なくし物増えますね。サンフランシスコで会った日本人の友達がいるんですけど、はい、渋さんのこと言ったら「私知ってるその人」って言って、はい、ブログの時に知ってるそうです。ブログの人でしょって言って。すごい。それは逆にレア。今は YouTube の人みたいな。ブログの時だから、なんか移動の通勤時間とかに読めたんですって。YouTube になって全然見てないって言ってました。なるほど。で、私も見るから一緒に片付けるって言ってた。すごい昔から。だいぶ変わるな。そうですね。もう、一旦減らしてもらいながら、やっぱ大前提やっぱりまだ現状だと整理整頓必要なんですよ。整理整頓したくないから物減らしてるっていうのを最初言ってくれましたけど、前に比べたら全然良くなりましたけど、やっぱ大前提まだこの物量だと整理整頓は必要なので、配置替えもとかもそうだし、動線的にも変えたいので。ちょっと待ってくださいね。そしたら、キャー落ちた。こういうふうに物の管理ですごい時間とエネルギー取られてるのってなんかどうですか？そう最初に言いましたよね、私ね。物の管理にすごい、でも物が好きなんでしょうね。でもだいぶ減りました。減らしたい。少し捨てていいんですよね、勝手に。はい、もうそのいらないのを捨てていいんですよね。はい、ガンガン捨ててください。だから今日一応僕が何したいか考えてるかでいうと、いろいろ今減らしてもらいつつ、その上でやっぱり今日6時間でじゃあ完璧にここをもうめっちゃ少ないねってなるレベルまで減らすのは多分無理なんで、今日6時間だと。ただその上でやっぱり結構今まで減らしてきてるから頑張って。ありがとうございます。ある程度ちょっと整理整頓やるんで、僕がこのごちゃついてる感をちょっとなくします。頑張って。それは物の配置を変えるとか整理して、でこうやって今物の配置変えたり整理整頓していく中で、こんなのあったんだとかちょっと改めて気づけたと思うんですよね。もうね、ここ半年、ここずっとその連続な感じ。あったんだって。それが一目瞭然になるように今日頑張ります。ですね、そうです。します一緒にちょっと。もちろん。これでいこう。やっぱ何もないとすごいすっきり、余白がある方が美しいっていうのがどうですか？パッと見てまだしっくりこない感じですか？じゃあこれいきます。これ重たい。ちょっと一旦配置こうしとくんで、また後で片付けてみて最終考えますが、なので引き続きこの辺りもちょっとまた見てもらってて大丈夫です。この傘ってどんぐらいの頻度で使います？毎日ですね。毎日使ってる傘があっちにあるのって玄関に置きたくないから置いてないです。分かった。靴箱に入れよう。玄関にそのまま出したくないっていうんだったら、そうですね、靴箱とかあそこにあると結局こんな感じで玄関からわざわざこっちに日傘ですよね、それ。そう、日傘なんです。今のシーズンとかめっちゃ使うじゃないですか。ほぼ毎日使ってて。なのにわざわざこっちまで持っていくので、やっぱなおさんって結構動きの無駄が多いんですよね。なんかね、見せたくないからすぐ隠してるんですよね。で隠すために入ってあっちまで奥まで行くって相当労力かかるし、その年齢的にもやっぱり無駄な動きを減らしたいっていうのはあると思うので、ちょっとここをまた後で整理するけど一旦そこに置いてますっていう感じの積み重ねでここが出来上がってるので、ちょっと見ていこう。食器が多いんだよな。一人暮らしとお母さんが来る家の割にこれは相当減らしました。減らしたんです。食器は趣味なんで。なるほど。でもだいぶ人にあげたり勝負しましたね。この辺は割と使ってますね。全部使ってると。結局ただここら辺に全部入りきらなくてあっちに溢れちゃってるから、
正直言うとあそこもうちょっと綺麗にしたかったら全部はしなくていいんですけど、例えばこのキャパの範囲にして上は減らすとか、趣味は趣味なんでしょうけど、いろんな趣味あるからな。これは毎日使ってます。よく使うっていうものがあっちにあったりこっちにあったりこっちにあったりこっちにあったりっていうのはすごいこう、これが今多分さっき言ったものが多くて管理にすごい疲れるみたいなことの原因の一つなんですよ。これ相当減らしたんですよ。なんでキッチン周り減らせるものがないかって言ったかっていうと、結局ここら辺にワインとか飲み物があって、ここにあんまり置いちゃうとそういったこんな感じでキッチンまで持ってってっていうのが面倒いじゃないですか。そうだからこっちで置いてもらいたかったけど、なんかここに置くみたい。でももうここはいっぱいです。根本はやっぱりあっちこっちに水があるから、一箇所に固めた方がいいんですよね。水は水っていうので。水買いすぎたかな。ちょっと多いかなっていうぐらい。ちょっと多いですね。防災用にしてもちょっと多いなとかはありますけど、一応防災用にしても3日から5日あればいいって言われてるんで、これ出しましょうか。改めて中をそうですね。ちょっとパッと見てもらって、少しでも軽く減らせないかとか。そこちょっと減らすだけでもこっちやこっちにあった直近そこに全部まとめられるから。減らせないですね。そうです。もう1個も、全部いる。これはもう明日お店に持っていく。どっちみちやっぱり奈緒さんって何度にすぐ持っていく癖があるなっていうのは一緒に生活してて思ったことで、それ用のスペースとはいえ結局移動の手間とか含めて隠したいんですよね。隠す癖があって、だからこれとか別にそこまでそうですね、絵面的にちょっと許せるかな。ここに置いといてもそこまで違和感ないワインだし、ここで使うものだし、本来はここも結局インテリアの一つじゃないですか、物置とはいえ。そうですね。そこまでインテリアとかにすごいこだわってるのに、ここだけやっぱごちゃっとしてるのがここはごちゃごちゃでいいんかいっていうのはすごい僕はすごい気になるから要はここと同じくらい大事なスペース、部屋のインテリアだと思って整理してもらいたくて。そうですね。っていうので着実に開いてきた。すごいところから鍵が見えるんですけど、これ何の鍵ですか？前の家の鍵。これはいらないですね。いや、これそう。でもどうやって捨てたんですか？それでもう鍵はシンプルに燃えないゴミですね。多分前の家賃貸だとしたら鍵絶対変わってるし。捨て方がわかんない。スプレー缶？スプレー缶はそうですね。スプレー缶捨てるのめんどいでしょ。今後買わないようにっていうのは一つ、プラスチック容器とか中心のものを買ってもらうっていう。僕もスプレー缶の容器が捨てるのめんどいから買わないようにしてるんですけど、いかなるやつでも。使わなくなったらってことですか？とか使い切ったにしても捨てるのがめんどくさい、ガス抜きしてとか最後までビューって。僕はスプレー缶大嫌いなんで。カーテンとどっちが嫌いですか？同じくらい嫌いですね、スプレー缶。本当？捨てれるタイミングも借りられてるし、燃えるゴミで出せないから。家にあるスプレー缶、唯一あれがあるけど、靴の防水スプレー。あれだけね、どうしても。あれだけないですよね。そんだけ撥水性のあるやつだから、それだけですね。それ以外はもう買わないようにしてます。それですか？これさっきの捨てるお母さんに許可取ろう許可っていうか、神様のものだからねとかって、でも箱だから手を合わせてください。なるほど。じゃあ手を合わせて塩を巻きます。はい、やりましょう。儀式を納得できる形で捨ててもらって、お塩を巻いてますそういうお守りとか神様系は塩かけるか神社に返すかっていう感じで捨ててもらってます。はい、じゃあちょっと休憩しますかね。後半戦に入る前にご飯タイムということで。片付けるとお腹減りますよね。お腹減りますね。そう、やっぱり取捨選択をする中で脳みそのカロリー使うなっていう。これめっちゃうまいんですよ、この鮭筋子。これ今度買ってみる。これぜひ。コンビニの買わないけど。そうこのおにぎりだけはうまいです。そんな美味しいんだ。人気すぎたのか地域なくなってましたもん。そんなに？ということで再開っていう感じで、引き続きそこら辺をお願いしますっていう感じで、外箱系がいっぱい出てきてますが。これいらないです。いらないですね。これはいるやつ？いるっていうか揚げるやつです。それも決まってるんですかね、全部。揚げる人が。そう決まってます。大丈夫です。揚げる人ってどういう風に決めてるんですか？後輩とかいるものないっつって。そう結構。あとうちのスタッフですね。それは無理やり揚げてるとかではなく、もしいらなかったら処分してねって言うけど、結構もう好きなのが分かってるものなんですよ。だから多分うちら結構争奪戦な感じだった。なるほど。でもやっぱ今も捨てましたけど、やっぱちょいちょい改めて全部出してみてみるといらないもの結構出てくるって感じです。もう半分ぐらいになりましたね、今の現時点で。そのあたりは思い出系って感じですかね。とか、あとポストカードとか。
これもからですね。棒コンセプトの紙袋が好きなんですね。ソファーもああ、そうなんだ。棒コンセプト、棒コンセプト昔は好きだったんで、今ははい、まあ割と普通。まあ家具はもう揃ってるからそんなにソフ買わァないーと思う。はたまたま棒コンセプトが小倉にできたんですよ。あ、そうなんだ。暇な時にちょっと家具屋さん行ってみるの好きみたいな。サクッと2分見てどうしようかなと思いつつ、毎週こう悩んで。ああ、なるほど。はい、習い事の帰りにみたいそうな。そうです。名刺の整理をしてもらってます。あ、これはいらないやつですか。そうですね。あ、いらない名刺、ここが丸々1個開いた。終わりの始まりくらいは見えてきた。という感じで、ここ全部開きました。これ全部からなくします。ほっ。という感じで、タンス丸ごとなくしまして、いるものいらないもの整理してもらって、これ一応必要なものはこれだけだったって感じですかね。はい、であとはこの白いタンスにアクセサリー系も収まったって感じか。そうですね。まあ一群のアクセサリーも全部ここに入ったと。はい、まあここの、まあ、シャネルとかルイ・ヴィトンとか、まあでこれギャランティー入れにした。あ、了解です。はい、これはまだ捨てれないやつはい、感じか。これはこれは渋さんがこうやって入れた方がいいああ、よって外言ってく箱。ださった。そっか、はい、捨てれない外箱。そうそう。ちなみにあれから結構時間経ちましたけど、まだ取っときたいって感じですか。そうですね。床置き嫌ですよね。そうそう。私も嫌いなんですけど、ここだけは許していたみたいな。っていう感じで、僕がキックボードできるくらいには床が空いてきたんですが、まだですね、あの上の周辺とかそこら辺がちょっとまだごちゃついてるんで、ある程度いるいらない分別して、いるっていうものが残ってるけどごちゃついてるんで、あっちですね、第2のクローゼットを片付けて、あれをあっちに入れます。でここは今日いらないものですね。続きまだまだやりますよ。はい。こっちに移動。ここに第2のクローゼットがあって、ここね、まだ1回も片付けてないんですよ、実は。あんまりこうやる予定はなかった。やらないとダメです。ここでも見てくだ私ちさいこのょっと減らしたんですよ。おお、はいです結ね。構減らした。もう減らすものはない。いやまだあると思います。例えもばう結構それ本当に減らしたんですよ。例えば僕さっきちょっと見たんですけど、は実はまあこの上とかだいぶごちゃつきがあるんですが、それとか空なんですよ。うん、そうそうそう。これいるいるいる。空なんですよ。もういる。まあいるにしてもなんか使わないともったいないじゃないですか。はい。っていう意味でここを片付けます。まあシンプルにまずいらない服はないですかね、そこ。あまりないです。少しはあると。うん、ちょっとはあるかな。ちょっとあるならうん出してもらいましょうか。シンプルにここ見て美しいと思いますうん、思わない。ですよね。でここら辺とかすごいこだわってるのにここごちゃごちゃみたいな、まあ何度もそうなんですけど、うんすごいこう美観インテリアにこだわりがあったりとかはすごいいいんですけど、うんなんかその割にこう、まあ、細部は神に宿るというよく細部は神に宿るって言素晴らうんですけど、しい。はい細部は神に宿るんですよ、いや本当に。そうなんですよ。っていうのがやっぱその難度とこことかに出ちゃってるんですよ。その今日は時間があるから。そうそうなんでここ片付けます。でまず服からですね、鉄則。ほぼ使ってんだよね。どうしようか。1年以内に着てないとか。一回全部出します。あ、はい、まあ、全部出してもいいですよ。全出しの方がいいかも。もうすでにちょっと処分系みたいなおお。とか人にあげる系はこっちに置いてもいいですか。っていう感じで。これねしたかったんですよ。これであと色分けしたいなと思ってて。おお、いいじゃないですか。っていうのでせっかく今日時間があるんで棚卸ししましすょう。ごいしたかった。まあ服片付けるときは基本的にクローゼット全出しして、そうしないと自分が何をどれだけの量、どんな色合いのとか把握できないんで、トータルコーディネートって言葉があるように全てを見て比較検討しながら捨てた方が早いです。これがあるから捨てれるとか、まあこれはもう他と機能をかぶってる、色とかデザイン似てるから減らそうとか、他の服を見ながら減らせるんで効率がいいです。あ、シャネルの紙袋いります？いらないです。あ、いらないですかこれは。それね物入れにしてたんですよ。ああ、なるほど。シャネルがいっぱい出てくる。そんなに買い物してないんですけどね。前回の片付けとか含めて多分今日シャネルの外箱だけ5、6個ぐらい見てますよ。全部出し終わりましたね、おそらく。はい、これね私服なんですよ。ああ、じゃああっちに行きましょうか。あっちでいいですか。はい。って感じで仕事服はこっち、私服はあっち。まだあったんだ。ここの掃除機かけるの1年ぶりとかでしょ。そうですね。こあマジの手前までしかかけれないんで。なるほど。この家住んでどんぐらいでしたっけ？ 6、7年かな。ああ、じゃあ6年ぶりとか。奥はそうかもしれない。おお、6年ぶりの掃除機。ということで、ここ全部服出してもらったんですけども、なんとここ全部出します。ここもはい。時間内で終わりますか。終わります。あと2時間あるんで全部出します。だって今これ50着くらい出したんですけど、すでに出しただけであそこ7、8着くらいもういらないっていうのが出てきたんですよ。っていう感じで、はいここもそんな感じでいるとは言いつつ、
多分全部出していったら、あ、これ意外といらねえわみたいなもの絶対出てくるんでいらねえわもう全部出しますしてます。でそうですね、そんな感じでいらないものが多分出てくると思います。次上行きましょうか。上したくない。しないとダメです。とにかく一旦出します。カバンがめっちゃ良さげなカバンが。そう良さげなんですこれ。そんな大事なカバンなのに上にあるっていう謎が。これね上に置かないと吊るせないんですよ。吊るせたら伸びるから。にしてもまあここじゃないですね。そんな大事なカバンなのにこの上にやっちゃうと。が一番いいんですよ。いや絶対他にありますね、置き場が。やっぱり今全部出していかなきゃいらないのありましたよね。まあ少しですね。そう少しでもいいから減らさないとここに終わらないんで、この上っていう感じで絶対に使うパジャマと袴以外は全部出しました。ここでいるいらないを改めて選別して必要なものだけを戻していくっていう作業をやります。いろいろ全部出したんですけど、この段階であそこの服とかはいらないのが分かってたりとか、という感じでいる服を着々と戻してもらって、よく使うスタメンはできるだけ手前、冬物系を奥ですよね。とかそうですね、オフシーズンのものは奥にやります。まあ本当はこれくらいスカスカの方が綺麗なんですけどね。綺麗ですね。どうですか、改めてこれ全部出してみて、相当何年かぶりにそこのクローゼットのもの全部出したというか、初めて出したと思うんですけど。そうかな。そうで全部出したのは初めてかな。ですよ、なかなかそんな機会ないと思うんで、改めてこれ見てどう思いました？この量、はい。まあ私服より少ないでしょ。そういう感じなんですね。いや、そうですね。私服より少ないですよ。圧倒的に。私服よりはとかそれ以前にやっぱり大前提やっぱりこんだけ持ってんだなみたいな。仕事柄ですね。見えるところは綺麗なんだけど、私見えてたら嫌なんで、それで隠す。その気持ちもすごい分かる。傾向がありますね。そしてクローゼット見てげんなりする。そうなんです。結局そのシワ寄せ、こういうところは綺麗だから確かにいいんだけど、結局そのシワ寄せが普段自分がクローゼット身支度する時とか、何度で物を整理してる時にその物の多さにうんざり疲れるみたいな。うんざりですよ。であるからやっぱりその物置周辺、クローゼットも含めて綺麗にしないと、多分なおさんこのままずっと見るたびにもやっとしてストレス抱えてとか、そうですね。一番最初悩みで打ち明けてくれた物の管理に時間取られるみたいな、そう時間を取られてる生活から抜け出せないのでこのままだと。っていうので服はこれで最後なんですけど、さっきすっきりでしょ、こっちまで空いてるしっていうので、さっき棚卸ししただけであそこに10着ぐらいいらない服が出て、結果やっぱ10着減らすと結構ここ余裕が出て、渋様の言う通りですほらちょっとさっきちょっと反抗したじゃないですか。反抗っていうか、いやあんまりねこの辺したくないなと思って、汚いちょっとっていう感じで服はこれで全部です。素晴らしい。仕事で使う服と、あとパジャマ。ちょっとなんか減らすのがだんだんストレスになってきて楽しくなってきたじゃなくてストレスになってきました。そうなんですよ。なるほど。なんかゆっくり減らすのが合ってるっぽい感じで、なんか減らすのはいいんだけど、決断力がないんでしょうね、その場の。とか前も話したんですけど、やっぱり年齢重ねるにつれてっていうサンクコストかもですね。とかもそうだし、やっぱり新曲こんな感じで短期集中でやらないと減らないっていうのも分かってますよね。そうですね。っていうのは時間はやっぱり仕事に使ったりとかみんな後回しにしてるから結局やる言って一向にやらないし、遅いですよね。それは要はやっぱ年齢的なものもあるからそれは仕方なくて、やっぱさっきも言ったとおり減らしてすごい疲れたみたいな、いるいらない判断するのにもすごいエネルギー使うから。そうですね、早くするのが結構ダメみたいですね。ゆっくりだとなんか納得がいって捨てれる、けど多分なんかそれは人によると思うんですけど、それはわかるんですけど、やっぱそこを乗り越えて短期集中でやらないと今日みたいな感じで結局棚卸しもできないし、僕はなんか1日1個ってるとかあんま推奨しなかったりするとか、片付けは特に物が多い時っていうのは本当に短期集中でやらないと絶対終わらないですね。それこそこんまり先生とかもそうなんですけど、やっぱ短期集中でやれとか、片付けは祭り、片付けでも短期集中でやれ派とちょっとずつやれ派っていうのは分かれるんですけど、僕も短期集中派で、片付けちゃんと仕事にしてる人は大体短期集中でやった方がいいっていうのを言ってる気がしますね。でもそんな感じですね。そうなんですよ。数々の著書を読みましたが、ですよね。多分いろんな本読んだと思うんですけど、割とそういう人の方が多いですよね。そうなんですよ。だから大変なのは分かるんですけど、もうちょっと時間を取ったら多分もう少し減らせると思うんですよ。服着てみたりとかでなんか納得していってみたいな感じなんですけど、ちょっと今日バタバタあと時間が限られてるから急ぎ目にやってますけど、それでも
もう明らかに手に取った段階でいらないみたいなものが出てるから、うんうん、まあ多分またちょっと次回もう一回来ますなんで、はい、結局多分あと残り30分じゃ全部終わらないけど、まあでもほぼほぼもう終わってきてるんで、その調子で頑張ってもらって、頑張ります。ここ乗り越えたら相当楽ですよ。ここを乗り越えると、はい、はい、やばい、これ整理収納アドバイザーなれるかもっていうくらいうまい。整理収納アドバイザーではないか。僕は検定持ってないですけど。そうか、すぐ受かりますね。はい、でしょう。っていうので、まだ途中だからまだ全然やっていきますけど、これパジャマじゃない？なんか自分が捨てたくないもの。使用頻度はなし。なし。使わないけど取っときたいみたいな。そうですね。思い出の品系ってことですか？まあ時間かけたら少し捨てられるかもです。はい。このブラックボックス化してましたけど、一旦ちょっとこれはまた次回までに。これはからですか？からです。使いますこれ。これは使いたい。使いたい。使いたい。だからまあ収納系なんで。極力減らした方がいいです。それは絶対思い出があるとかね。これはそうですね。思い入れがありますね。すいません。これ開いたんですけど言います。これは前から開いてるんですよ。いらないですね。まあ無印のだからけどそこに置かなくていいな。別の書類ケースで入れ替えたいな、古いやつ。そうですね。一旦仕分けが終わりました。はい。であれが結局いらなかったやつ。あっちにも捨てましたけど、どうなったのか見てみましょう。僕が整理収納アドバイザーではないんですけど、まあ一級レベルの実力を使って発揮されて、まあなんとか収めました一旦。俺マジだいぶ頑張ってますよ多分これ。すごいと思う。ここ何も置いてないですから僕。っておいうのでどういう風になってるかっていうと、あそこに普段寝室があると。で入ってすぐパジャマですね。こっちは仕事着全部。ここに全部入ったんですよ。カバンも含めて。入った。でこれがここにあったんですけど、これたまにしか使わないものの割にすごい圧迫感あったんで、こっちにスライドさせて年に1回夏場しか使わない着物とかこっち、冬物はあっち、でここは普段のベッドシーツとか枕カバーとかもうパッと取り出せる位置にっていう風に、寝室で使うものは基本こっちで固めてるかな。トレーニングウェアとかパジャマとか、普段使ってるものだから見たら分かるって感じですよ、なのでこれでしばらく生活してもらったら、これすごく使いやすい。ですよね、しかも綺麗。圧迫感がなくなって。そうなんですよ、圧迫感も。私のストレス1個減った。そうですね。結構今回ナオさんも減らしてくれたんで、僕もちょっと整理収納頑張ったんで。ちなみによく見るとあそこキャリーケースも入れてます。巨大キャリーケース。すごい。実はあっちの何度も広くなってます。はい、ということで今日みっちり6時間片付けお疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、というので6時間やって今日こういうタンスとか、もろもろいらなかった服ハンガー全部これいらなかったもの、ここの服とカバンもいらなかったもので、うおーめっちゃめっちゃ綺麗。てか四角くなった。はい、そうなんですよ。茶色いタンスも減らしたんで、そこだいぶ余裕がいかがでしょう。でもすごいものを減らしましたね。テーブルも減らしたし、タンスも減らしたしとか、いろいろ減らします。で本もめっちゃ減らしてるんで。そうですよね。本めっちゃ減らしたからここに花瓶とか置けるようになってるんですよ。でここからちょっともう一回いきます。はい。あと1日来たらもう絶対終わるんで。はい。はい。まだ僕の目標点だからもうこれ80点くらいいってるんで、実はねまだテレビボードの下とか実はまだ減らせるなみたいなものがあるんで、あとここですね、ちょっと上にまだちょっといろいろバンバンバンみたいな感じなんで、はい、ここをちょっとまた次回詰めます。プリンターも僕実はなくせると思ってますこれ。どうして？さっき聞いたら、これ月に1回しか使えません。で、プリントする枚数は2、30枚って言ってたんで、僕セブンネットプリントっていうのをお勧めしてて、それ使うとめっちゃ便利です。コピーもできるし、使い方もまた教えますけど、セブンイレブン行ってコピーできるんですよ。それにした方がインク変えるのめんどくさくないですか？そうですね。でももう、飛ばすんですか？そう、使い方ちょっと教えるんで、また次回来る時までに1回セブンネットプリント試してもらって使ってみると意外と簡単です。そうなんですよ。私、印刷はあんまりちょっと得意じゃなくて、全部ここに切ってもらって妹にしてもらってとか、そこ含めて教えますとか。妹は多分セブンなんとかもきっとできる。僕がやり方を教えるんで、多分全然できると思います。彼女は。直さんもできると思うんで、ちょっと次回は。プリンターは便利だな。でも自分のコピーとかもあるから。でもそれも含めて絶対コンビニやった方がいいですよ。いや使ってみたら分かります、その良さが。僕もこんな感じでスイスイ動けるようになったんでいいでしょう。6日目はこれでおしまいです。ありがとうございます。だいぶでも終わりが見えてきて嬉しい。という感じで6日目お疲れ様でした。お疲れ様でした。ゴミ袋紛失されて、ただあれだけど、多分
123、まあ、5袋分ぐらい、はい、56袋分ぐらい捨ててるんで、はい、あとこの粗大ごみといいって感じで、まあ、次回7回目が最終回ということで、まあ、それまでにちょっとまた減らしといてもらったりとか、これで生活してたら何がどこにあるかも大体分かるようになってるし、まあ、多分ここまで一旦減らしきると多分もう減らすの楽しくなってくるタイミングだとは思いますね。そうなんですね。実感ないですか？ここまで減らしたから、まあ、これ増やしたくないっていうのはありますね。とかこれ見て、なんか結構頑張ってなみたいな実感ないですか？いやー頑張りました。なんか今の心境の変化を聞きたいですね、この部屋を見ての。心境の変化。はい。心境の変化。ここまで結構減らしましたけど。はいはい。特にない感じですか？これ見て綺麗だなとか、キープしようとか、もっと減らしたくなったとか。キープしたいので増やしたくないっていうのはあります。ただまだ感動するのはまだ早くて、あと1日次で綺麗に 100% 終わらせるんで。なおさんの動画あれ20何万再生されてて、トップ3なんですよ。3番目に再生されてて、1位は何なんですか1位はピンク色のミーさん。で2位は何ですか？ 2位がホナミンっていうお部屋の、このすごいサクサク片付けてた方ですよね。はい、面白いことで。次がなおさん。僕も予想外でしたね。あんな伸びるとは思ってなかった。そうです。だってそうですよね。あんまりなんか片付け自体は終わってないから、あれ未完なんですよ。だからこそ意外でした。僕も他の2人は、他のワンツーは綺麗に片付いたじゃないですか。本当だ。なおさんはまだ片付け終わらなかったみたいなとこで終わってあれだから。そういう人が多いのかな。ちょっと周りをきれいにしてこの辺が汚いっていう人の方が多いのかな。多分めっちゃ共感されてると思います。似た人多いんだと思います。特になおさんの年齢だと。僕の実家とかもやっぱりそういう物置部屋きれいにしてみたいな。めっちゃ僕の友達、そのお父さんの友達とか、まあ要はなおさん世代にあたる人は結構そういうマイホーム持っててとか、広い家住んでてっていうのが多い世代、まあゆとりがある世代なんで、まあ、バブル期とか経験してるじゃないですか。視聴さんも意味で共感してると思います。私の家に近いわみたいな。捨てられない人のリアルみたいな感じですごい共感をされちゃったと思います。だからこそちょっとその捨てたい人からすると見ててうずうずするみたいな感じだったと思います。だから別に悪いアンチコメントではなくて、あくまでなおさんのペースとか必要なものに合わせて片付けはしてるので、またやっぱりそのさっきから年齢的に時間がかかるっていうのはまあしゃあない。参加コストの塊とかもそうだし、やっぱり取捨って判断ですね。判断するのにもやっぱりエネルギー、体力と時間、体力使うんで。納得するまでが長いですね。まあそれは性格的なところもあると思います。性格的なところと年齢的なところの。性格&年齢。とあと家の広さ。大体その3つで分かりますね。その物への愛着度は、共感性が高い人とかはそうかな。捨てることに痛みを伴うから、それに強く共感できて捨てられないとか。極端に言ってサイコパスみたいな人がパパンの方が捨てると思います。極端にね。感情僕とかそうですね。いや極端ですよ。極端な話です。多分サイコパスとかも極端な人ですね。そういうなんか意味で冷たい人の方が多分捨てれると思います。意味で物に対してそこまで感情を宿さない。紙袋に宿しちゃってる。そう。紙袋もすごい大事に残すじゃないですか。僕はそこまでないから割と。僕としてもこれだけ捨てられないなおさんをここまで変えたっていうのは僕の自信にもなってますよ。あ、本当ですか。そう言われたら嬉しい。ありがとうございます。少しでもお役に立てたら。捨てるのが得意な人を減らすのは簡単じゃないですか。僕が現場に行くだけ勝手に減らしてくれるけど、捨てれない人を変えるってことの方が僕としては面白みがあるんで。年齢の割には捨てれる方だと思って。っていうか私の友達とか多分全然捨ててない。僕も一応 YouTube 以外で片捨て手伝ったりとかはしてるから同年代の方見てますけど、めっちゃ捨てる人ではないですね。捨てれる人は同い年でも捨てれる人はもっといるから、人と比べるもんでもないから自分のペースでやってもらえれば。人と比べるものではないんですね。またやっぱり僕が来てる以上はやっぱり来てる間はね、お互い時間それこそ今日も一日休日返上してやってるわけなんで、集中してやっていただいて、アンチコメントは気にせずまた来たなとか思ってもう慣れてると。別に僕も明らかなのは消してるんで、これも含めてリアルということで順調ですよ本当に。褒めてくれる。自信持ってありがとうございます。励ましてくれる感じでゴミ出し一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。こんにちは。ということで7回目、今回で最後にします。ということで前回6回目から1週間ぶり、難度の方は
おお、なんか作業した形跡が、LINE のやり取りもしてたんですけど、綺麗になったな。いやーでもなんかやっぱ前回6回目で結構片付いたから、ここから勢いづいたのか、かなりなんか自発的に減らされてますよね。目立たない減らし方ではあるよ。いやいやいや、この2、3の見ました。2回目です、めっちゃ面白い。面白かった。集中して見れないから、聞きながら、エアポッツで聞きながらこう作業して、結構作業はかどりますね。おお、よかった。僕はバサバサすごい面白い。なんか LINE でやり取りしてましたけど、山下達郎のグッズを売れましたって報告来て、結構2900円みたいでしたね。他の人より少しだけ安めにしたんですよ。おお、いいじゃないですか。なんかもうちょっと高くでも結構すぐ売れてた感じだったんで。そうですね、僕も基本的に売るときには欲を出さないっていうのをやってて、どうしても値段がつくものとかは全然売ってもらっていいんですけど、そうするとやっぱ売るっていうことをやるとなかなかこう時間かかって捨てられないっていう人が多いんですけど、その中で相場より値段安くすればすぐ引き取り手見つかるから、欲を出さずに売るときはそれを推奨してます。とか大型家財とかソファーベッドとかはもう極論僕は利益なしで売るとかもお勧めします。メルカリとかでもう送料と手数料だけお金取ってもう利益は出ないけど引き取ってもらうとか、そうすると粗大ゴミチケット買うより安いし、ゴミにならないし引き取りに来てくれるしみたいな、売る時に欲を出さないっていうのは大事ですね。広瀬さんなんかもっと今まで私すごいお金払ってた。そうそう。プラス12000円とか。そう。いい意味で。出張買い取りとかもね、結構あれ大体お金取られるんですよね。値段つかなくてむしろこっちがお金取られるんですよね。もちろんそうですそうです。お金取られますよって聞いたけど、もういらないから早く持っていってもらいたいと思って。僕も片付け手伝ってきて、どうしてもジモティーを使いたくない人とかもいるんですよ。そのプライベートの問題でとか。気にする人は気にするから。でかといってじゃあ自分一人とかだと運べないから、じゃあもう出張回転に使ってくださいっていうのはいいんですけど、絶対みんな金取られる。結構ね取られますね。最近も学習机手放した人がいるんですけど、子供の頃のやつ、あれってやっぱりでっかいから運ぶの大変じゃないですか。っていうので出張買い取りに頼んだら1万円取られて悲しみ。ジモティーがいいです。ジモティーが一番いい。ジモティーの使い方が分かってからもうジモティーかも。だから僕も基本的にこの動画で粗大ゴミ捨てる時っていうのは優先順位で言うと、粗大ゴミだからまずゴミ袋入りませんと、一番第一優先のジモティー使うようにしてて、ジモティーだったらもう0円で売ればもう最短当日いきなり来てくれたりとかするし、それは懸念があるとすればもう本当にプライバシーとか気にする人はもうマンションの中はもちろん下にも呼びたくないとか人もいるから、そうなってきたら僕はもう時点で出張買い取りか粗大ゴミって感じ。自分で下まで運べるんだったらもう粗大ゴミチケット買って運んで、ただそうするとお金もかかるし、一人に来るまで1週間2週間行政が来るまで時間かかるので、前だって1万2000円とか8000円とかも。だから処分するのにもそんだけかかるから、無料で引き取ってくれるってだけで儲かってるって考えた方がいいです。ですね。本当そうですよね。もっと言うともう根本的には無駄に買わないっていう。あと奈緒さんの場合はいいなと思うのが、ハイブランドとか多めだからゴミにせずに売るってなった場合も結構すぐ需要が高いから、値段つくし引き取り手が見つかるっていう点では良かったかな。なんかそんなに安物買いの銭入しないみたいな買い物って他の家に比べたら少ないので。そうですか。多分実際奈緒さん僕の企画通しても7回生きてるけど、7回生きてるってことはその間空いてる時間があるから売ってもらったりとかしてるんですけど、一部 3,4 万くらい儲かってますね。わかんない。びっくりしました。多分数万円にはなってるんですよ、この企画を通じて。なんか大体物が多い人っていうのは安物買いの銭入しない、それこそ通販とか、最近だとシーインとかああいうところでたくさん買ってで結局値段つかないで捨てていくっていうのが、物が多い人になりがちなんですけど、奈緒さん物が多い中でも結構ハイブランドがいっぱいあったので、リサイクルショップとか行っても結構数千円2000、3000みたいなものが多かったので、とか本人がそもそもゴミとして捨てるのが罪悪感あるっていうのは大前提そういう結構値段高くて買ってるものがあるから、ちょっとなかなか捨てるのに抵抗があるっていうのは他の人に比べてあると思います。そうなんですよ。他の人は結構だから安物買いの銭入しないの場合はもう逆にポンポン捨てれちゃうんですよね。そっちの方が早いし。ただ数万円出して買ってるものが多いから、それをさすがにゴミで捨てるってなると結構勇気いるし、リサイクルショップ持ってったら数千になるから。近いのですぐ行けて。
もういい加減終わらせたいです。そうそう、いや終わらせたいというか終わらせないといけないんだって申し訳ないなと思って。ああ、まあ容量も分かってきたと思うんで、最初に比べると、素晴らしい成長ということで、7日目早速片付けていくんですけども、ちょっとね最初に聞きたいのはこのクローゼットどうですか？いやもう使い勝手すごくいいでいす。やそうですよねこの家クローゼットが2つあって、でプライベートの服と仕事服っていうので、ここやっぱ毎日使うから変化感じやすいじゃないですか。感じやすいですね、なんかこれ色はい別はまあ自分でしたんですけど、ときめく。おおっていうので、そうなんですよね。ここはい服めちゃくちゃ、で仕事用の服が、このレイアウトが渋さんが考えてくれたんですけど、はいすごいいいですよね。おおよかったそれ美は。しい。いやそうですよね。なんか今すごい気に入ってるバッグなんで、これも全面にたまたましてくださって、とかもうここ前床足の踏み場ないみたいな、なんか割れそうな花瓶があったりとか。そして割れた。そうですね。まあかなり動線も悪かったんですけど、この通りすっきりになってるっていうので、まあもうここは正直動線もいいし、見た目も気になるこの着物のこれもこちらに見えない位置にしていただいて1個減らしました。おそうですね。まあ LINE まだ減のやり取りもらせるとは思います。はい、まあ LINE のやり取りしてるんですけど、ここもなんか減らしましたみたいな、まあ前回片付けてからもちょいちょい見直してくれてるんで、はい、まあここはもうバッチシですね。バッチリ、嬉しい。はい。すごいですよね、でもねこのレイアウト。ああ良かったです。でこれ前回ちょっと手放すか迷ってるみたいな、一旦それがない生活をしてみて、まあ判断しようっていうので、これどうですか？実際1週間生活してみて手放すか残すか。いやもう何の主張もない思い出だけですね。本当に思い出だけです。だけどもう一つあるのでいいかなと思って、一つはもうフル活用してるし、一つ残すんであればもうこちらはいらない。母はびっくりしてたけど、多分なんか便利そうと思ってるんでしょうね。ああなるほどね。てかまあこんだけ収納あるから、まあ実際もうこの中全部空ですしね。僕おすすめしてるのは基本的にオープン収納って言われるような、まあ例えばこの部屋で言うと本棚とかラックはいいんですよね。残量把握できるし、まあ、見せる収納って言われるような、やっぱりまあ、こっちにした方が物は増えづらいし、中身も把握できます。逆にこのタンスっていうのはもう事細かく収納できちゃうし、中身も見えないからまあ最悪ですね。僕はすると一番良くないです。まあ、物を増やさないっていう観点で言うと、こういうのが家にあるとマジで増えちゃいます。忘れるってことですか？そうそう、何がどこにあるかも把握しづらくなるし、確かにここから発見したものはありましたね。ですよね。なくし物増えちゃうんで、みんな物を散らかってる人って、いや私は把握できてるって言うんだけど、その把握するためにエネルギー使うこと自体がもったいなかったりするから、一目瞭然可視化が私のような ADHD 気味な人には向いてる感じですね。いや本当にそうです。本当は隠したいんですけどね。隠さなくていいように、もう本当にこう美しいものだけを残すとか、そもそももう物の数を増やさないっていうような風にすればこれで収まるのでっていう感じで、まあかなり最初に来た時に比べたら、本当に最初の動画を昨日見てびっくりした。自分の振り返って、すごいもう本当にとっちらかってますよね。ここまでもう真ん中空いたんで、カポッて開いてっていうので、今日最終日なんですけど、もうちょっともう神は細部に宿るということで、まあこういうちょっと細々したところをもうちょっと最後詰める神は細部に宿る作業をして、もう奈緒さんが今日で、私はもう満足いくまで完璧に減らし終えたっていうようになるまで、ちょっと今日は最後細部を減らしていきます。ここもこの後片付けていくんですけど、そのまんまこっち行きます。実はここら辺ね、みんな確かに初日で来た瞬間からここ綺麗じゃんと思われてるかもしれないんですけど、やっぱりちょっとテーブル下であったりとか、ここですね、特に僕ちょっともう少し減らしてほしいなと思ってるのはこの辺りです。そうですね、こことかあとそこしたんです昨日。そうなんだ。本当減ってる。昨日したんですよ、ちょっと素晴らしい。実はここになんかリモコンが何個も明らかに使ってないリモコンがありますね。今もリモコンはあります。あるんだけど、でも素晴らしい。減らしました。ここにリモコンがありますね。これか、そうとか。ここはちょっと正直今から減らせるんじゃないかなと思ってるところです。とか、ちょっとこの辺りこまごましたとこですけど、やりましょうか。今順番的には服減らして、紙の本減らして、書類も減らして、その後日用品って類なんですけども、日用品っつってももういろいろあるから、メイク用品とかキッチン用品とか、こういうリモコンとかこまごましたもの、文房具とかですね、
ここはもう人それぞれ結構何が多いかっていうのは異なるので日用品ってくくりにしてるんですけど、なおさんの場合は特にここ僕気になったのはこれリモコンの類ですね。こちらのリモコン使ってます？使ってません。使ってないですよね。はい。普段使ってるリモコンはこっちですね。すぐそこにあったんですけど、この3つどうでしょうか？使ってないのであれば。そうですね。これをね処分したいんですけど。レコーダーか。はい。処分するときに、これどうやって処分したらいいんですかね。レコーダーですね。もうレコーダーはシンプルに中身中をどうやったらいいのかわかんなくて。もうシンプルに設定から初期化、録画データ消してもらって、できます。はい、やりましょうか今。嬉しい、よかった。いやこれがもうね本当に場所も取ってるし、いらないけどデータがあるからでいつも妹が詳しいので来た時に聞こうと思っていつも他の仕事をしてて、いつもこれが後回しになっていたという。やっぱりちょっとなおさん年代でいうと、ちょっとまだ機械音痴だった。いやもうだいぶもう基本こういうのみんなだから捨て方わからないと言うんですけど、パソコンとかもそうなんですけど、基本はデータを消して初期化してもうリサイクルショップとかに持っていけば売れるんで、だったらその初期化の仕方がわからないっていうのがみんな悩みなんですけど、おすすめは例えばこれ型番って書いてあるじゃないですか、絶対レコーダーにどっかにきっとあります。例えば、共通してやるべきは型番とかは絶対書いてあるので、東芝 RDXS30 って調べてここ出てくるんですよ。説明書が実際出てきて、初期化の仕方って書いてあるから、こんな感じで説明書も出てきて、みんな説明書もよく捨てられないって言うんですけど、実際型番打ったらこんな感じで出てくるから、という感じでこれは処分ですという感じで、ここが丸々開きました。そこを拭いてもらいながら、そういう箱とかはまだ必要ですかね、こういうの。これも処分します。多分久しぶりに掃除したと思うので、改めて多分こまごましたものを見てもらっていらないもの出てくると思います。これがいるのかな。これは仕事で使うやつですね。仕事釣り線。釣り線ここじゃないかなと思いますけどね、僕だったら。どこに置きます？こっちとかじゃないですか。仕事で使うから。このタイミングでもうこの箱もなくします。置きたいやつは直置きにしましょう。これに入れちゃうとまたさっきみたいに電池が出てきたとか何があるか分かんなくなっちゃう。これ大丈夫ですか？これ大丈夫です。これも処分。ここも昨日ちょっと整理しました。これはちなみにこれ箱ですね。中身入ってますよね。入ってない。空箱なんですか？これは取っときたい空箱。なんとなく取ってる。なんとなくいります？どうかな。でこれ外箱はあっちに固めちゃいましょうか？いらない、大丈夫です。捨てる。これもいらない。もういいです。じゃあもういいですね。ただこれはちょっと。それだけそのタグだけね。これはこのタグだけ思い入れがあるらしいんで、これは入れないと。これもキャンドルじゃ。キャンドルじゃないんですよ。香水がこのクルーザーの香水が入ってて、立派ですよね。これいります？取っておきたいから取ってたんですよね。使ってない。いや使わないですよね。箱だから。箱だけ。これ外箱なんだ。これもただの外箱。もういい加減あっちにも大事な外箱あるからもう大丈夫ですか？かわいい。じゃあこれでも大丈夫ですかね。じゃあこの外箱も大丈夫。結構外箱多いですね。じゃあ多分。でこれは趣味のものって感じかな。そうですね。この3つだけ取ってる。了解です。他は全部ほぼ捨てたんですよ。じゃあここはこの3つは取っとく。これはリモコンなんですよ。未開封のリモコンですけど。2つあるんですよ。これも処分だな。いらないですよね。それも未開封だから怪しいリモコン系がいっぱい。用途が思い出せないものもいらないですね。捨てていいこれ。はい。だってそれ用途もわからないし、使ってないままもう何年間も過ごして問題ないんで。何なんだろう。でしょ。分かった。扇風機。扇風機使ってますそれ。扇風機。これがあることすら知らなかった。でここはもうこれ以上埋めないというか、スカスカなくらいでちょうどいいので、これでいいです。よかった。ここもそうですけど、基本的にもうせっかく美しい余白があるんで、これキープしましょう。まだ物入れられるからといってこう入れちゃうとまたぎゅうぎゅう詰めになって何がどこにあるか分かりづらくなるし美しくないので、このままキープで、続いてここも怪しいな若干。ここエルメスの外箱がいっぱいですが、ここは空箱ですか？空箱です。空箱ゾーン。まだ外箱いっぱいありますよ。言います？これはこれ置いといてください。ベルト入れなんで。これはベルト入ってる。ベルトがここにあるんですよね多分。あとかベルトがここにあるのも変なんですよね。クローゼットにこれ持ってきた方がいいですね。クローゼット？はい。だって服じゃないですか。置いておきたくない。ここに置きたい。ここに置きたい理由は好きなもの。これ使うっていうよりコレクションなんですか？いやそれは使ってますね。使うのにここにあるんですか？
あっちに行ったらなんか傷とかつきそうで嫌だなと思って。なんかここにある方が埃かぶりません？なんか出し入れしてぶつかったりとか。本人のこだわりって言われたらそれなんですけど、ちょいちょいよくわからないこだわりみたいなのが正直垣間見える。まあいいや、ちょっと一旦取り出しましょうか。もろもろ。まあ収納片付けの鉄則全部出す。手袋とかメガネ拭きとか、まあ、ここもなんかごちゃごちゃなんですよね。この箱いります？いらないです。とかやっこのぱ箱いらない。大事なものゾーンとはいうけどやっぱちょいちょいいらないものあるんで、さっき自分の中でここにあるものは把握してるっておっしゃってたんですけど、結局いらないものが出てるってことは正確に把握しきれてないんですよ。でも、いるものは把握してる。はいいるものは、ゴミもありますからね。ゴミあったね。はい、そうなんです。だからね、さっきみんなまあなんチェッかクしてたよね片付いてない人あるあるなのか。散らかってるけど私はちゃんと把握してるっていうけど、やっぱそういう感じでなんか曖昧だったりするんですよみんな。僕は物が多い人とか散らかってる人の何がどこにあるか把握してるってことを信用してない。ここはすいません、これ空箱だと思うんですけど、これいります？あとだいぶボロいんですよね。これはこれだな。これだけ捨てよう。そうですね。これだけ明らかに状態が良くそんなないにいっぱいじゃないんだけど。のでこっちだけ、でまあ、外箱欲しいならいいんですけど、まあせっかくだったらもう開いた状態にして使いましょうか。なんかただの空箱にするともったいないから、今度紙隠さない方がいいと思いますよ。そうします。包装紙も取っ払おう。ここもだいぶ整理できましたと。ラスト、ここちょっとギュッとしてますね。これね減らしたんですよ。うんすごい捨てた。渋さんが仕事してる間に。でもまあ使ってないものあるので。あるんですね。はい。やっぱなんかまあ頑張ってるとは思うんですけど、やっぱ開けてみるといらないものがちょいちょい。一旦全部出しましょうか。あとなんか AirPods の外箱できたとかね。ここにもなんか古いスマホがこれ把握されてました。それはまだ取っときます。いります？まだ取っときます。めちゃくちゃ古いですけどこれ。私の初スマホ。スマホ歴短いから。初スマホで思い出があって捨てたくないみたいな。そうそう。なるほど。まあ、あと AirPods の外箱とかいるんじゃない？これいる。なんでですか？取っておきたい。可愛い。え可愛い。可愛いこれが可愛い。この2ついるんですかね。じゃあその2ついる。絶対死ぬまで取っておきたい思い出のものや。待ってでもいる。まだいる。まだいる。はい。ここもちょっとごちゃごちゃしてるんで一旦全部出します。まあ香水多いな。こんな奥にあるやつって使ってる？香水趣味なんで。でもね、売りました。趣味かもしれないんですけど、好きなものがこんな奥にあったらしばらく使ってないだろうなみたいなものがあるんで、ちょっと一旦見直してもらおう。うわとかまたスマホ決済かな。把握してましたこれ。これ私好きなもの。好きなものがいっぱいあるのはいいんですけど、本当に大事にしてるのかなっていうのはちょいちょい感じてしまうものがあるので、まあ、改めて今本当に好きなものを厳選しましょうか。厳選してます。もうこれは多分ないと思う。ここ、このスマホケースもいるんですか？それもいる。うわまた香水が、はい、香水好きならいいんですけど、やっぱキャパ決めましょう。明らかになんかもう状態的によろしくなさそうなものもありそう。この白い箱の範囲に絞りましょうか。こんだけあれば結構残せると思うんです。すごい可愛い。香水コーナーができた。はい、っていうので、めちゃめちゃ可愛い。まあいるやつ厳選してもらって、すごい可愛い。でそれが見えるところに置いておいた方がいいですよね絶対。ときめく。そんだけ香水好きならまあ特にちゃんと見えるところに。ナイスアイディア。さすがガウサス。まあメガネとかも使うものだけ置いてるんで、可愛いと思うものは絶対見える形にしてあげた方が。そうですね。はい。メガネケースいますこれ？そういるんですよ。いらない。旅行の時持って行ってそのまんま入れられないからぐちゃぐちゃになるんで。メガネ全部3つ持っていきます？持っていかないけどその中に入れたりとか、これもうすでにないのもあるから。別に要は持っていく時にどれも別にここに入るじゃないですかとか。3ついる。どういう使いですか？これだけ捨てよう。汚いから。これだけ汚い。でも本当はいる。この間困ったんですよね。本当に曲がったんで。はい。まあでも別にこういうので代用できるから、今も実際捨てたくらいなんで、この2つあれば大丈夫ですよ。お金これなんでここに500円入ってるんですか？500円玉貯金してたんです。500円玉貯金してた時のいりますかこれ？500円はいる。500円はいお金はいるんですけど。お金はいる。お金はいるけどその2つもいらないですね。いいですね。はいということでここ2時間ぐらいかけて片付け終わりまして、あそこ実はこれ全部いらなかったものですという感じで、これだけの量減らしてあそこもようやく片付いた。詰まった感がなくなった。そうですね、だいぶ中身減らして、ここはもうメガネ専用置きとかお気に入りの香水とか、減らすと整理簡単なんで。でもレイアウト上手ですよね。
ありがとうございます。あそこベッドルームの。それは多分やっぱり減らしたからできてるので、もともとの量整理整頓しろって言われたらもう僕発狂してます。はい。いやでもすごい上手。私あんな風にできない。ありがとうございますっていうので、あとなんか普段使う基本的に使用頻度が高いものはもうこの上で、たまにしか使わないものはこんな感じで、でもちゃんと余裕ができた、余白があるっていうので、テーブルの上も綺麗になったし、もうリモコンはこれ1個あればいいし。テーブルいつも綺麗。元からね、はい、あそこだけは主張。元から汚くはないけど、いつもほら見えるとこが汚いの嫌だから隠す人なので。という感じで、これジモティーに出品します。ジモティーを起業してもらって写真を開けてとか。そうですね、開けてとか。よいしょ。ちょいちょい。はい、という感じで写真も撮って0円で設定したので、投稿で。はい、投稿で完了。ということで、じゃあ最後の仕上げをしましょうか。ここもだいぶ綺麗になったけど、ちょっとここにやっぱある状態ってあんまりどうですか、見てもらって。いや美しくない。ないですよね。だからこの上に置いてあるのをなくして終わりにしましょうか。一旦もう上にあるやつを全部置きます。ここ更地にしましょう、目標は。はい、この状態がいいですよね、一番。というので、ここを最後減らすなり、なんか古いやつと入れ替えるとかっていう感じでちょっと見てもらおうかな。チェストもう3件も来てる。もう出品したジモティーが早い。問い合わせ殺到。速攻の人がいいな。はい。私これ軽くパニックになるんですよね。ジモティーなんかものすごい来るから。大人気で。どうしたらいいんだろうみたいな。コツはさっきちょっと文章で言ってたな。今日中に来れる人を要請にしますとかにしてスクリーニング来た方が楽であります。これかな、ちょっと真っ先に見てもらいたいのはこれ、結局もう処分します。結局さっきのやつ中身が半透明で見えた方がいいなとか。そうですね、ああいう半透明で見えるやつにするとか、ここももうちょっと整理が終わったらもうむき出しにそのまま置くとかですね。逆にしたら大丈夫ですか。とかそうしましょうか。今そんな感じで、やっぱりさっきのやつ、無印の定番のやつでデザイン綺麗で残したくなるのも分かるんですけど、形のやつはね、中身見えないからオープン収納にしろって話はさっきしたと思うんですけど、その観点からも良くなくて不向きですね。そうです、極力見える化して綺麗なんですけどね。そう綺麗だけど溜め込みがめっちゃになっちゃうので、今後はもうこのタイプか半透明か、もう極力汚いと思ったら片付ける。自分が綺麗に片付けを続けてたらオープン収納でも厳しいけど頑張ろう。ここはそうですね、本当にちょっと僕がいない間とか少しずつ事業書類にね。はい、という感じで今日は最後3時間ですね。軽くちょっと3時間減らして、いや結構減りましたね。今日も減りました。で、見事何度も綺麗になったということで、美しいパチパチパチ。しかももうこのタンスも30分後ジモティーの方が来てくれるんで、ジモティー来たんで行ってきます。いいですね。ごめんなさい。ジモティーで譲ります。レッツゴー、レッツゴー。全然違う、綺麗ですね。ありがとうございます。すみません、わかりました。ありがとうございます。これもじゃあそっちにすっきり出しておきますね。そうですね、運んじゃいましょうか。7回の片付けを終えて難度はこうなりました。すごい。いや本当多分3分の1ぐらいになってると思います、物量でいうと。やっぱりまだ世間一般で言うとミニマリストって言われるような物量ではないけど、なおさんの中では相当減ってる。リアルに本とかも半分以上減らしたしとか、この後もタンスしかりもろもろ大型家財いろいろあったけど、テーブルとかもありますね。そうテーブルとかラックとかちょいちょい、そうですね。あと照明とか無印良品もそう引き取ってもらいました。そうだ、大型家具めちゃくちゃ手放しましたよ、っていうのでジモティー使って譲ってっていうのをやって、ようやくで今日ここも開いたんで素晴らしい。どうですか、やっぱり水の入ってないプールみたい水の入ってないプール。いやというのでもともと直さんここの難度がとにかく多くて困ってると。あっちは綺麗なのにここ開くとごちゃごちゃっていうので、でその物の所有がコストであるっていう話で、もう本当にこの6畳一間が物置のために家賃がずっと垂れ流れてるみたいな本当そうですね、物のために家賃払ってるみたいなところで、これだったらただ前話したゲストルームとして使いたいみたいな話されたと思うんですけど、今後例えばここに布団敷くとかも全然できますからね。ですね。そうですね。お客さんが来たら泊めるとかも全然できる空間になったし、なんか将来的に書斎にしたいとか何かわかんないけど運動部屋にしたいとか、含
含めてこんだけ床面積あれば自由自在にいろんな用途で部屋使えると思うので、あとはまあ今後ちょっとリバウンドしないようにというか、もう少し物増えないようにもっと減らしてもらうためにも、極力見える形で全部収納かなり減らしたので可視化してます。多分今後も撮影は今回で終わるんですけど、多分撮影終わった後とかも多分自分で取り組んでもらえると思うので、結構 LINE のやり取りとかでも最近はもう本当に僕がいない時も勝手にこんだけ減らしましたって報告くれるくらいには自発的にやってくれるようになったんで、ここも多分時間かけたらもうちょっと減ると思いますよ。こことかもうそこスカッて開きましたからね、スカッと開いてどうですかこの余白がある感じ。綺麗だし使いやすいですよね、掃除機とかももうめっちゃかけやすくなったと思う本当ですね。ここに本棚置いてましたもんね。あと配置換えも行ったんで、今回配置換えもうねすごく変わった。入って最初ここに白いチェスト、これが白いチェストだった。これが高さ版みたいな感じで、ですね。ここね、そうですね。だから部屋入ってきた時の圧迫感すごくて、ただもうこれは横置きにして、で基本的に僕おすすめしてるのは身長より高い家具を置かないっていうのをよくおすすめしてて、シンプルに取り出しづらいし、災害があって物が落ちた時も危ないしっていうので、そうですね。もうこれは横にしました。でも横に置けるくらい床面積空いたってことですかね。そうですね。そうマジめっちゃ減ったな。減らしました。7回来たからな。そうね、細かくちょっとお互い結構忙しかったんで、まとまった時間できるだけちょっと取るっていう方針でやったけど、良かったです。僕自身も満足いくらいまではちょっと減らしてもらえたなっていう。でここら辺はあとあれですね、仕事で使うプリンターとか、あと仕事で、ここも仕事系ですね。そうですね。着物を、仕事で着る着物とか、ここも本当に飾りたいなんかアートとか写真とかだけ置いてっていういい空間になりましたね。いい空間になりました本当。はい、というのでクローゼットも、ここ前もパンパンにはみ出てますけど、まだ世間一般で言うと多い部類ではあるけど、でもね、だいぶ減らしましたね。初期の動画を見てもうなんかすごかった。ここにちゃんと全部収まるようになったので、昨日色別に分けました。本当だ。と今使ってる春夏系をこちらに、秋冬奥にしましたという感じで、日々使う中で、そういう色別にとか使わない服は随時減らしてもらったりっていうので、ここもなんとか綺麗になりました。なおさんちょっと来てもらっていいですか。はい、わかりました。ちょっとミニマリストっぽい感じになって、床に座れるようになりましたね。本当ですね。これ最初本当ひどかったよな、ここ。てかここにいるのが正直気持ち悪いというか、そうですそうです。居心地よくなかったです。早く出よう。でも用事があるからここに来て、視界にいろんなものがあるのはすごく嫌なんですね。なのでいつもいるとこは見えないように綺麗にして、隠してるだけ。収納もそんなに綺麗じゃないし、でもとにかく隠して綺麗にしてたんですけど、いつも現実逃避をするかのようにここに物を詰め込んでは目をそらし、本当にそうですね。でももう綺麗ですね。居心地がいいです。いやここでだから全然なんかいてもストレスなくなりましたね。で実際もなおさん今回7回片付けてゴミ袋多分もう2、30袋ぐらい捨ててるはずなんで、粗大ゴミはもっと出してるし、そうですね。ジモティーさんとか。だからこそ、物の配置とか見直せるようになったんで、整理整頓も楽になったし、まだ減らせそう。そうですでしょ。減らせば減らすほど減らしたくなるんですよ。今までってもうゴールが見えないというか、そうですね。もやもやして散らかってるのは本当に苦手だから常にイライラしてました。今どうですか、イライラは。多少良くなった多少はね、でも特にベッドルームのあそこすごい美しい。でも一番の悩みのここが綺麗になっても本当感謝です。いえいえ、お互い頑張ったって感じで。ありがとうございます。はい、どうもこんにちは。ヤッホーです。なおさんのお母さんがまた来てくれたんですけども、過去一大変でした。でも勉強になったでしょ、じゃあ。はい、本当に。ごめんなさい。すいません。はい、おっしゃる通りすごい勉強になったんで、ほっとしたやりがいがとても。そうでしょ。はい。よかったらランドがすごい綺麗になったんで、
見てもらいたくて。あら、どうですか？こんなに広いとこだったのね。そうなんですよ。この間ね、下のゆき子もこの動線はいいねって言って。うんうん。美味しいこれなかなかいいね。大地なんかガンとなった時に落ちないから。そうそこのぐらいの線だったらね。これ元の木網にならないように。う。そうですね。黒い棚も捨てたのよ、ね。いい棚だったの。引き出しがいっぱい。中全部出したの？半分ぐらいもう出してて、で渋さんと一緒にで協力して全部あの中全部なくして、でさっきジモティっていうサービスがあって、それで譲ってきて。そういうところにすぐ取りに来てくれて、ね、すぐそうやってできればいいけど、しようかと思って置いといたらいつまでもね、また中入れてしまいそうでね。そうなんですよ。だからこれ見てほしいのがリバウンドしないようにっていうので、全部こう中身が見える系の収納に。そうなの。隠れればいいと思うのよりもこの方が汚いなと思ってまたこうするから。まさに。それいいじゃん。そうなんですよ。そう汚いと思ったら絶対すぐ片付けるようになる。そうですよね。とこの人するかどうかちょっとわかりませんけど、今までのあれからして歴史からして。でも前よりは確実に成長して片付けくれるようになってるんで。そうですね。でここだけじゃなくて結構実はあっちもですね。はいはい。こっちはこの間ちょっと見た時にまあ綺麗になったことって言って。はい。美しい。ここそうですね。山積みになってたでしょ。そうです。ここ山積みになってたんですけど。天井の上までねなんか置いてた。なんか置いてた。はい。ここもすごく減らしたんですか？減したんですか？そうです。もうめちゃくちゃ減らしましたここ。こちらの収納も変えたんですよ。どちょっとこ？こう抜け感というかさ、すっきり感がないですか？この辺じゃない？すごくすっきりしてますよ。あとはなんかこの辺りは結構減らしました。すごいこんな風にこれあっちこっち置かないようにね。そう。洗濯機の上とかあれなんとかって。っていうので専用のメガネケース作ったりとかしました。これがあれね、こういう風にこんな風に役立てるっていうのはいいました。そうですね。これは実は香水もあれに入れてて、そうすると上半分が見えるから残量も把握できるし。渋さんからしたらはい何もかももう捨てたいでしょうね。いやでも行った先のうちの事情によってはそこに合わせてやっぱしてあげるんでしょ。そうです。渋さんのお部屋見ましたけど、はいあんな風になってたら仕事ができません。という感じでリビングもこの通り、ここから見ると何度も明るいんですよ。ぜひ見てください。今までそっちが魔境でしたけど、なんて言いますか？魔境って言いました。はい。魔境から変わった。着物のタンスがあそこにあるってとてもいいね。今までちょっと結構やりにくかった奥の方でね、私が出し入れするときはい。あそことてもいいです。っていうのでこっちから見ても綺麗な空間になってます。はい。っていう感じで7回にわたる物減らし終わりまして、お疲れ様です。ありがとうございました。お世話になりました。おかげさまで僕もだいぶ成長できました。はい。それを聞いて。で、なおさん自体が僕の YouTube チャンネルに出てくれてる中で、一番最高齢って言われるのが、最高齢。最高ですね。はい。今56になられたので、そうですね。50の方まではいるんですけど、50後半になると。そうなの。そうですね。で、僕のチャンネルではよく言ってるのはやっぱり年齢重ねるにつれて手放しづらくなるよっていうのは。そうですね。本当そう。純粋に片付けるっていうのをいるいらないっていう判断するのにもエネルギー使いますし、とかもっと言うと体力的にそうですね。結構さっきも大型家財運んだりとかしましたけど、もういなかったらできませんでした。そうやっぱり家具を分解して運んでっていうのもすごい疲れるから結局それで後回しにしちゃうんですよ。そうそれがついそして置いとけばまたそこに何かがそうタンスの上にまたなんか物を置いて、私もそれがある。物が物を呼ぶみたいな感じ、芋づる式に増えていく物が物を呼ぶ。黒いタンスの上にあそこしばらく放置してたでしょ。で渋さんがあの上に物を置かないでくださいねって言われたから、本当にあそこ置きそうになるんですよ。でも1週間我慢しました。おお、素晴らしい。でもそれで実際使ってみて困らなかったから、今回手放すっていう決心についた。よく中のごちゃごちゃいろんなものがあったの。大切なものが入ってたのあれ。そこ
とだけ、もうあとはもう本当に結構捨てた。じゃあ、あと改めて、ちょっと減らしてみての反省点と、で減らしてみて良かったことをちょっと聞いていくので。減らしてみても反省点、長年経っていると思い入れ執着なのか、思い入れどちらかというともういろいろなものに思いを馳せれるタイプなんで、思い出じゃないんだろうけど思い出のようにすり替えられて、だんだん捨てづらくなっちゃうのもありましたね。なるほどね。なんか手放してみて、もういらなかったなっていうのもあります。手放して時間経ってみると、なんでこんなにずっと撮ってたんだろうみたいな。そうすごくありますね。もともと捨てたかったっていうのもあるんですけど、それで時間が取れなかったっていうものもあるけど、そうじゃないものが大半だったので見てなかったんですよね、結局。とか結構この家収納が多かったから、見えてなかった。ね、一旦タンスの中とかも全部取り出して見てみたら、意外とこれ入れなかったみたいなの見つかって、それは結構ありましたね。そうでもやっぱり最初の頃は、こんだけ多くても私は何がどこにあるか把握してるからとおっしゃってたの。本当？さっきも言ってました。あのところはそうですね。とかサンクコスト的なことですか。そうですね、サンクコストの話とか、前回の動画とかでも話したんですけど、サンクコストっていうのが埋没費用とか呼んだりするけど、要は取り返せない費用みたいな言い方をするんですけど、その物にかけた時間とかお金に比例して手放しづらくなるよっていうので、なおさんはその最高齢56歳で僕の動画の中では一番そうですね、最高齢だから、その分56年間分のものがあるし、あとなおさんって結構やっぱハイブランドのものとか、ちゃんと欲しいと思ったものはお金出して買ってるからこそ手放しづらい。そうですね。買った時に前の動画でもそれは言ってましたね。買った時に高かったから手放しづらかったっていうのは、そういったものはありますね。なので本当にもう値段がつくものは、売ってもらったけど、その代わり、リサイクルショップとか、その日のうちにすぐ持っていけるもう安く買い叩かれたとしても、それでも数千円は値段つくから、それで後回しにしても本当に売らない人本当に多いから、そういう意味では都心部に住んでる方の方がこの辺りフットワーク軽くなるからそうですね。有利です。ね、あとメルカリ使う時も相場より値段を下げて出品してくれたから、すぐ売れてっていうのは、なんかこう売る時に欲を出すなってよく言ってるんですけど、それを徹底してくれたので、割と売るってことをやっても早く手放せたかな。そうですね。その上でじゃあ最後ズバリ減らしてみて、何回も減らして生活してみたと思うんですけど、減らしてよかったことをちょっと最後お伺いしたいです。減らしてよかったことは、物の見える化、可視化ができたので、無駄なものを買うのが減った。でも前から少しずつその傾向があったけど、さらにもう何がどれぐらいっていうのが今は割と分かるので、片付け始める前、渋さんと一緒に、なので大きなものはあんまり買ってないかもですね。服買わなくなりましたよね、前に比べたら。ちょっとあるんですけど、でも大きいものを本当にお母さんに買ってあげたとかも、そうですよ、同じものを。あと僕から見てると最初に比べてだいぶ自発的に片付けてくれるようになったなっていう、7回生きてるけどやっぱり奈緒さんってあくまで僕が来たと時間片付けてくれるんです。そうですね、もう、仕事が忙しいからというのもあるんですけど、結構後半につれて結構ある程度さっき見える化って話をしたと思うんですけど、自分こんだけ持ってたんだとか、これいらないなっていうのを把握できるようになったからなのか、結構 LINE でこれ減らしましたとかの報告が増えてきて、僕がいない時も含めて協力的に片付けてくれるようになったのはすごい良かったし、僕の反省点としては、もうちょっと今回ちょっと、お互い忙しかったのもあるんですけど、細切れで片付けてしまったんで、結構もう前半に忙しくても時間詰めてやっていた方が、結局やればやるほど捨てやすくなるんで、容量も分かってとか、そういう意味では僕もちょっとアドバイスする側の立場としてはちょっと時間かけすぎたなみたいなのをちょっともうできるだけ前半にガッてやった方がよかったな。最後ちょっと伝えたいことがあれば。そうですね、なんか私の場合は見えてるとこに物があるのがすごく嫌なんですよね。だからもう隠して一見綺麗を自分の生活圏内は保っててでもそういう方って結構いらっしゃるんじゃないかなと思って。多いです。過去の片付けで出てくれた人とかでも、リビングは綺麗だけど押し入れが来た瞬間にもう上から下までバンって詰まってるみたいな。これもっと言うと高齢になればなるほどやっぱりみんなそうやって何を持ってるかの把握がねどうしても落ちてしまうから、そこはもう一層気をつけないと無駄な買い物またやっちゃうと思参考うんで。になる。そうです。だからもう今度どんどん年齢重ねるにつれて減らしていった方が絶対生活はしやすいと思います。まだ先は長いようで短いから。私は短いようで短いから。僕から最後ちょっと後押しするとすれば、奈緒さんは
この企画が始まる前に申し込んでくれた人、要はまだ動画が1本も上がってない時に申し込んでくれたんですよね。あ、そうです。で、はい、今でこそこの動画のタイトルって全部ミニマリストに憧れるけど捨てられない女性の家に行くみたいなタイトルに全部統一してるんですけど、なおさんどっちかというと僕みたいなこうガラーンとしたミニマリストまで減らしたいってよりは、ミニマリストの知恵を借りて、改めてちょっといらないものを減らしたいみたいなところで、まだその動画の全貌がわからないまま時に応募してくれたから、そうですね、サンプル動画ですっていうのを見て、あ、はい、これでいいんだとか思って、うん割とこう一般的なご家庭に行かれて、はい、なんかたくさんご家族がいるところで、じゃあ私できるかもと思って蓋開けてみたら思ったよりスパルタだったみたいな。そう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 。僕の中でだいぶこれ譲歩してますよね。はい、でも分かりました。今たらもう相当今回多分物量でいうと本当にこの家の3分の1とか4分の1くらいは減らせるんじゃないですか。物量がすごい多いですね、私。難度は特にあそこまで綺麗になったんで、今後その大事な服も最低限ちゃんと管理が行き届くようになったと思うんで、引き続き買う時はワンインワンアウトそうですね。心がけて気を引き締めながら生活のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。という感じでミニマリスト、寂しいな。ちょっと寂しい。ちょいちょい今日が最後。ちょいちょい会ってたから。はい。確かに7回ホームヘルパーかのようにちょいちょい確かに寂しさはありますが、引き続き LINE で経過をぜひちょっと追うので。それは監視の目をどうぞお願いします。とか、あと僕ちょっと今後動画出てくれた人のその後をちょっとどんどん追っていこうと思ってるんで、これで終わりと思わずに、数ヶ月後に記念会するんで、ぜひぜひ。それぜひ本当お願いします。抜き打ちチェックまたするので、動画もお待ちください。という感じでぜひ僕を家に呼んで片付けてほしいよという方は概要欄のリンクからお持ちください。あとどうしてもYouTube に出れなくて、ちょっと家庭の都合とかで YouTube 呼べないよって人は、僕今 Zoom で45分間だけちょっと個別で相談乗るみたいなのもやってたりするので、ぜひちょっと僕にアドバイスもらいたいよという方は概要欄の LINE を登録お願いします。じゃあ最後言い残したことはもうないですか？いや、言い残したことはもうないかも。感謝です。はい、いや本当ありがたかったです。ありがとうございました。ではでは。では。渋さんお久しぶりです。さらなるアフター撮っていきたいと思います。テレビ台みたいなところの下。結構スッキリしました。メガネがこのようにトレイに乗せて一目瞭然で取り出せるようになりました。香水も全部このトレイに全て入れております。すごく見やすくて、美しくて、ときめきます。で、一番変わった感じはここですね。アフターのアフターで、この着物のところ、着物ダンスに入れなかった、着物のとこの包み紙多頭紙っていうんですけど、これをだいぶ処分して、着物と袴があったんですけど、もらってくれる方がいたので、渡しました。すごくここは好きなエリアになりました。続いて、難度ですね。難度も前回とあんまり変わりませんが、すっきりいたしました。難度の中の難度が、このようになっております。結構すっきりして、この間少しだけ衣替えをしました。詰まっておりますが、徐々に減らしてはおります。難度はすっきりですね。ありがとうございます。自分からのお知らせがあります。片付け動画をもっと見たいという方に YouTube では公開してない LINE 限定の片付け動画を作りました。表では見せられないからこそ、こんなものまで残してるの、こんなものまで手放すのみたいな、ちょっとより生々しい片付け動画になってるので、ぜひ他にも物減らしコーチングを終えた方との対談動画であったりとか、ミニマリスト渋と1対1でズームできる無料相談会とか、あとは物を手放す時に迷ったら見てほしい手放す基準チェックシートも作ったので、ぜひこちら無料で受け取れます。概要欄の URL から QR コードからぜひチェックしてみてください。